OK。いけたかな。ちょっとずれてるか。この辺。はい。はい。こんばんは。一富士、二鷹、三なすび、いつかはなりたい、一なすび、VTuber のテレコナスです。よろしくお願いします。今日はですね、千連番歌の3回目ですね。これ出すの忘れたわ。はい。3回目の実況プレイ動画じゃない、実況プレイ配信となります。よろしくお願いします。今日ですね、こちらサムネ急遽作ったものにはなるんですけれども、こちらのサムネですね、スケブで新たに千連番歌をイメージしたイラストを描いてくださいということで、キリマケレムさんという方にね、お願いして描いてもらった、スケブイラスト。これね、爆速で上がってきたんですよね。どれくらい早いかというと、依頼かけたのが確か2日前とかなんですけど、気づいたら今日の朝には上がっててびっくりした。ね、かわいいよね。というわけで、いらっしゃいませ。スラックさん、こんなすです。あさびさん、こんなすです。そう、かわいいんだよ。しんりゅうさん、こんなすです。ありがとうございます、皆様。今日ものんびりと、12時、1時ぐらいまでやるかもしんないな。12時、1時ぐらいまでやるつもりですので、よろしくお願いします。それでは、ゲームの方始めていきたいと思います。よろしくお願いします。BGM が切り替わりますよ。で、ゲーム画面が見えますよと。はい、OK。先日の歌配信良かったです。ありがとう。新竜さん嬉しい。あれどうなんか急になんかね、歌いたくなった。歌いたい気持ちになったのでね。ついやっちゃった歌枠でした。はい、イラスト色気があっていい。そうなんだよ。なんかすごい、このね、千連番歌の雰囲気にいいということで、和服で仕立ててくださって、すごいいい感じに。いや、あえてね、スケブって神よ、やっぱり。はい、ではですね、ゲーム画面、私の方でもゲーム画面起動させますね。ちょっと待ってね。OK。はい、では前回の続きからやっていきます。続きが。ロード画面ですよ。なんてこと、前回セーブしないで終わってたんだ。怖っ。前回の続きからをやれば続きからできるので、卵焼きの味ですね。卵焼きの味で喧嘩して、その先ですよね。確かそうだよね。バックログ画面です。それで家事を手伝ってるうちに基本的なことだけはできるようになって、はい、今から卵焼きの喧嘩が始まるね、これ。ってことはちょっと巻き戻っちゃってるね。ちょっと、スキップします。ぐるぐるぐるっと。こういう感じですね。はい、クパーがもう一度見れる。また白身が指にドロってぬるぬるしてます。はい、ログインボーナスです。でここの一連の流れが終わっバックログ画面だよ。行き過ぎちゃったね。結婚なんて絶対認めませんからいやーまで見たんだね。そうだ。ちょっと一旦戻るか。バックログ画面だよ。フローチャートでも違う。バックログ画面だよ。バックログから戻れるんだったね。ここだ。シーンを移動するよ。これ便利だね。最近の美少女ゲームはこんなことができるんだね。いやーまずいですよと言わざるを得ない潮流受け。そうなんだよね。振り下ろした切っ先はたたり紙をかすめるが払うまでには至らず、代わりに鈍い衝撃が伝わってきた。近くの木の幹を打ってしまった。なるほど。ガツンといっちゃったんだね。近くの木の幹を打ってしまったのが手首に痛みが走る。便利だよね。危ない。いいスチルだね。迫るちょっと待って。はい、ごめんなさい。迫る一撃を日立さんが弾き、その隙に回り込んだ浅竹さんじゃないんだよ。友竹さんが飛び込む。
そう、日立さんと友武さんの名前がね、まだ頭に入りきってないんだわ。メモを用意してあるの。や矛筋を突き立てられ、泥のような体が崩れて消えた。あれから1週間ちょっと、俺にとっては2度目のお祓い。1週間で2回目？相当やね。かなりのハイペース。喧嘩することもなく終わったんだから、今日のお祓いはスムーズな方だろう。日立さんがいなかったら怪我をしててただろうな、俺は。お疲れ様です、吉野様。マコもお疲れ様。あっさりしたもんやね。アリッチさんもお疲れ様でした。あら、意外と普通に。うん、お疲れ様。多分さっきの変な打ち込みのせいだろう。少し手首がズキズキしていた。はあ。部屋に戻った俺は手首の感覚を確かめてみる。大きく曲げると少し痛みがあるな。でもこれくらいなら日常生活には問題なさそうだ。手首は大丈夫か？あ、村雨ちゃん優しいね。気づいてたのか。振り方が悪いからそうなるのだ。そうはおっしゃいますけど、こっちとら一般人切るのに技術よは。必要なくても前後の動きに関してはご主人が何とかするしかない。それはそうなのよな。村雨丸がもっと何でもスパスパ切れればこんなことにならないのに。友武さんの服を切ったのはあくまで霊的な影響があるからだ。現実のものに対してはそこまで切れ味が良くない。もしかして生倉なのか？違います。生倉じゃないです。村雨丸の責任にしないでください。かわいい。まあ技術のない俺がスパスパ切れるものを振り回しちゃ危ないだろうからその方がいいかもしれないけど。でも最初は岩に刺さってただろ？お、正文さんこんなやつです。いらっしゃい。あれは物理的に刺さっていたのとは違う。今ね、前回の本当に続きから始めたところで、1週間、あれから料理から1週間経って早速たたり神を倒してっていうところ、終わったところですね。何より村雨丸はこの世ならざるものを切るための神道、うつしおの切れ味など関係ないのだ。うつしをときましたか。神道っていうより妖刀の類にしか思えないけどな。失礼だ。どこが妖刀だというのだ。いや、まあ妖刀は妖刀じゃない。持ち主になったら変なのに取りつかれちゃったしな。我が輩は妖怪でもましてや幽霊でもない。そのような言い方は誠に遺憾である。遺憾である。じゃあ妖刀っていうのはどうだろう。妖刀ってぴったりじゃない？妖刀村雨、誰か言ってたな。サタオジが言ってたんだっけ？屈辱だぞご主人。いかん方だってゴリッとしてたしな。今とても不快なことを考えたであろう。いえいえ、滅相もございません。目をそらした。とにかくだ、俺の技量不足ってのは痛感してる。まずはお祓いを無事にこなせるようにならないといけない。でないと呪詛を解く前に死ぬまではなくても大怪我をしてしまうだろう。コメント表示出てまいせんか。ごめんよ、今日もやっちったな。だいたいいつもやっちゃう。すぐやるね。ごめん。結構忘れがちで申し訳ないね。ちょっと1分ほどお待ちください。じとめかわいい。じとめの可愛さは素晴らしいよね。あれどこだっけ？これか。これの。ごめんね、いつもこれを教えてくれて助かります。コメント表示されてないの。これで出るはず。出たね。はい、ありがとうございます。では続きやります。友武さんはたたりを自分が何とかするって言ってるけど、具体的な方法はあるのか？そうじゃな。正直に打ち明けるのとごまかすのとどちらが良い？ごまかそうとするんじゃない。
その返答で大体分かった。汚れを払うというのはいわば場当たり的な対応だ。根本的な解決方法が見つかっているならそれを行っているはず。今我が輩たちが把握しておることは、たたり神が友武の血筋を襲うということ。そう、ごめんなさい。途中で中断して、皆さんにちょっとお願いがありまして、今日ね、ちょっといつもと違う音声の取り方をしているので、もしかしたらね、途中で音声がブツブツブツっとなる可能性があるんですが、もしね、音声途中でブチブチっとなった時は、教えていただけて、すぐに改善できると思いますので、いつもの方法に音声取り戻すので、ありがとう。よろしくお願いします。では、改めて続きいきます。たたり神の汚れを払うことはできるが、いくら払っても再び発生する。この数百年間ずっと？呪詛ってそんな延々と残るものなのか？ものによる。深い恨みや未練は恐ろしく強く残る。たとえ術者が死んでも、いや制御する者がいなくなったからこそ呪詛が暴走する場合もある。そういうものか。だがさすがにいくらなんでも数百年は長すぎる。すごいね。数百年間呪われ続けてんだもんね。そもそも法理の地に湧く温泉は汚れを落とす。そのために土地の神から与えられた湯である。お湯？ほう。呪詛が衰えない理由があるってことか。理由があるということは呪詛を解く方法もあるはずだ。まあそれはそうなんやね。村雨ちゃんがその辺どうにかできひんのかね。ただ今のところはその先はお手上げでな。理由を探そうにも雲をつかむような話で。それって、いや、なんでもない。対峙した者に対する恨みなら友武の一族が存続する限り狙われる可能性も。そう思ったものの、その場合は手の打ちようがない。だがみんな違う可能性を信じているからこそ模索しているんだ。今さら俺が口を挟む必要はないだろう。それに呪詛を解く方法があると信じたい。というか、ないと困る。とにかくまずは自分の命を守らないと。何か考えないとまずいな。でも今日は眠っ。緊張が解けて疲れが一気に来たからだろうか。眠くなってきた。待てご主人、ちゃんと湯あみをしてから寝るのだ。これはそうだな。ちゃんと入らないと臭いよな。汗もかいちゃったから。それもあるが、たたり神と接触したからな。ご主人の中にも汚れが溜まっておる。へえ。接触したら触ってなくてもダメなんかな。法理のお湯は汚れを落とす。体を清める力があるのだ。へえ。奇跡のお湯ってフレーズがあったな。効能がすごいのはその副産物みたいなものじゃな。そうなんや。本当になんかちゃんとしたお湯なんやね。さすが温泉街。そっか。じゃあ寝落ちしないように気をつけないとな。そうして俺は風呂に入ってから寝ることにしたのだが、気持ちいい。本当にでかいな、ここの風呂は。ちょっとした旅館並みだ。シャワーが2つある風呂なんて商売しているところ以外で初めて見た。すごいね。普通の一軒家でシャワーが2つ使うことある？日立家の人とかも一緒に入れるようにだろうか。汚れを落とすためにはそれに見合った施設が必要だ。ほう。という名目でずいぶん前の風呂好きの巫女が無理やりこんな風にしたのだ。なるほどね。
それが理由でここまでになるとは。しかも個人宅に温泉が引かれるって本当に特別なんだろうな。まあでもね、さすがに、友武家は特別なんじゃないのかな。こんな贅沢なお風呂は気持ちよくて何度も入りたくなるけど、そうすると洗濯物が増えてしまう。タオルとかはまだしも、俺の洗濯物を増やすのには抵抗があるな。こうして風呂に入るとき、俺はいつも洗濯物を自分で洗濯している。風呂に入るときに一緒に洗うこともあるし、後日まとめてという場合もある。だから洗濯物が増えると俺も面倒だ。どのみちしばらくはここで過ごすことになるだろうしな。入る機会なら今後いくらでもあるだろう。それよりも今は、もう少し打ち解けられるといいんだけどな。温泉街とかだと割と一般家庭に温泉が引かれてることかあるのかな。なんか聞いたことはあるけど、まあさすがに無料ではないよね。なんか温泉持って帰って自分家に入れるみたいなのは聞いたことありますね。もらって帰って。最初に比べると少しはマシになったような気がする。卵焼きの件も尾を引くようなことはなかった。よかったよかった。まあ分かり合えてはいないけど、親しいとは言えなくてもちょっとした知人レベルにはなれたはずだ。できればもう少し、せめて普通の友達ぐらいにはなりたいよな。そんなことを考えつつ頭と体を洗うと、不意に脱衣所の方から物音が。来たね。気のせいだろうか。いや、でも確かに人の気配が。お、正臣君入っていたんだね。気づかなくて申し訳ない。キャー、安橋さんのエッチって俺が望むのはそっちじゃない。静岡だと初期費用20年間で180万か。なるほどね。千連番か。20年で180万か。でもまあまあまあ、でも温泉ずっと引けるって考えたらありっちゃありだよね。翌日かな。布団の上で目を開ける。俺がこの部屋で過ごすようになってからもう1週間以上経つ。そうだね、1週間後の、討伐がさっきだったもんね。さすがに疲れが取れる程度には眠れるようになってきた。おはよう、ご主人。温泉券。へえ、買わないとダメなんだ。引いてもらうためのチケットかな。ああ、おはよう。のそのそと起き上がり、俺はいろいろと準備を整える。俺は服を脱いで自分の体を見下ろす。別にナルシーな意味ではない。怪我の具合を確認するためだ。ナルシーな意味ではないって初めて聞いたよ。まだ少し跡も残ってるけど、特に問題はなさそうだな。村雨ちゃん、背中の方の怪我の具合を見てくれないか。パッと見る限りでは問題はなさそうだ。他の傷と同様、まだ跡が残っているが、すぐに消えてなくなるはずだ。擦り傷、ちょっとした切り傷ぐらいかな。そっか。じゃあもう完治って言っていいだろうな。伸ばし伸ばしにしてたけど、やっぱり覚悟を決めるしかないか。どうした何の覚悟？しかし貧弱な体だのう。そうか？昔は皆もっとがっしりしておったんだぞ。背丈はご主人の方が高いが。それは高校野球見てても思うね。甲子園、夏の甲子園とか見てるとさ、がっしりした子がすごい少なくなったと思わない？なんか細長い子が多いなと思って。そりゃ産業革命以前と比べりゃな。貧弱。なんかすごいもう、正臣くんの印象が広がりもやしくんになってしまった。いや、でもイベントスチールで見たときは普通だったよね。まあ時代って感じだよね、そうだね。だが俺だってポージングさえしっかりすれば。ほら見ろ、サイドチェスト。細い腕だのう、ご主人。
たくましい肉体を見慣れた女性はこれだから。ダブルバイセップス、ダブルバイセップス。力こぶ全然できておらんぞ。くそー。ほれ、くだらんことをしておらんで早く準備せんか。肩にちっちゃい重機乗ってんのかい。お願いマッスルやね。チェー。敗北感を味わいながらおろしたての新しい制服に手を伸ばした。よく似合っているよ、正臣くん。ありがとうございます。でもこういう制服を着るのは初めてなんですけど、どこか間違えたりしていませんか？こういう制服を着るのは初めて。どんな制服着てんの？今までずっと学ランだったもので。どこも間違えていないよ。いやー、学ラン懐かしいブレザーね。僕もその制服を着て通ったんだ。ブレザー着てるってこと？むしろ僕は学ランを着たことがなくてね。へえ。安原さんはずっとホーリーにブレザー着たことない。僕はね、学ランは着たことあって、高校生の頃がちょっと特殊な制服だったので、当時はね、なんか、コックさんみたいって言われましたね。なんか首のあたりまでボタンがずーっと一列で並んでるような服だったんですよ。一度大学で外に出たよ。神主の勉強をするために。それってその頃にはもう神社を継ぐことが決まってたんですか？そうだね、アキホ。あの子の母親なんだけど、アキホとは幼馴染だったんだ。いいねいいね。かっこいいですね。あ、制服。どうだろうな。結構みんな知らない人からの評判は良かったけど、同じ学校での生徒からの評判は悪かったですね。やっぱりコックさんって言われるとダサいっていう印象があるんだろうね。中学に上がる頃にはお互いを意識していたのかな。少なくとも僕はそうだったよ。友武の家は知っての通り由緒正しい上に事情が事情だから、血筋を残すことが寛容だと考えられているんだ。まあそれはそうだよね。途絶えちゃったらまあ呪いは終わるのかな。それはそうでしょうね。面倒集団。でも面倒の服が確かに近いかもしれない。今パッとね、その面倒の服を思い出せはしないんだけど、確か学ランじゃなかっただろうから、多分あれが近いと思う。だから友武の家では吉野ぐらいの年になると婚約者がいて当然なんだ。はえー。卒業と同時に子供を産んで育てる巫女姫も少なくない。おー時代錯誤というか。アキコは20代そこそこで産んだから、慣習から言えばだいぶ遅めだね。20そこそこで遅めなんだ。まあでもそうなんのか。生まれなけりゃまずいんだもんね。へえ。世間一般では全然普通の年齢だと思いますけどね。後を継ぐ者がいないと困ると周りからもつつかれてはいたよ。まあそりゃね。吉野にだってすでにお見合いの話もあるんだよ。マジで。実は。そうなんですか。とはいえ吉野はあの性格だ。全部断っていたんだけど話が絶えることはなくてね。へえ。まあ見た目がすごくよろしいですからね。正直に言うとそういう部分を利用して婚約者にすることを納得させたんだ。はい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 。そうやって婚約者がいればお見合いはしなくていいからっていう風に言ってんのかな。むしろ早いまである。そうだよね。申し訳ない。いえ、別に謝ってもらうようなことじゃありませんから。もともとが村雨丸を抜いたことから始まった欺瞞的で怪しい関係だったんだ。打算的な面があったとしても特に気にすることでもない。それだけじゃない。高校生の言い回しじゃねえ。本当にありがとう、正臣君。いや、顔を上げてください。そんなお礼を言われるようなことじゃありませんってば。こんなに年上の人に頭を下げられるなんて、どう対応すればいいのか困る。ですね、話は変わるんですが、呪詛について気になることがあります。なんだろう。説明の時、友武さんが不必要なことまで話さなくていいって言ってましたよね。そのことが少し気になっていて。それは、いろいろとあったんだ。
たたりが始まってから、もう数百年も経つからね。いろいろとあったんだ。またなんかぼやかされてる？どこか困った様子でごまかすように笑う安春さん。その複雑な笑顔を前にすると気軽に踏み込むことがためらわれたよね。ああ、いや、いいです。なんかすいませんでした。こちらこそ申し訳ない。そんな風に気まずい空気が流れそうになった時、廊下から足音が聞こえてきた。すみません。お遅くなってー、しまいました。やったー、制服かわいい。まこちゃんの制服いいな。お待たせして申し訳ありません。いいね、いいね。ナイス制服だね、これ。ああ。アリチさん、どうかしました？これまこちゃんが可愛いな。可愛い。お素直にいくね。何を。ああ、いや、変な意味じゃなくて、二人ともやっぱり雰囲気が違うなーって。今まで見てきたような和装の雰囲気とは全然違う。お、いいね、いいね、いいね。このスカートの部分の、もみじかなの飾りがすごいいいな。制服は部分部分に和のテイストもあるが、全体的には洋装のイメージ。そして友武さんは髪を上げてポニーテールにしている。グッド！大変よろしい。女の子の雰囲気ってそれだけでも結構変わるもんだな。ね、全身ニュルーンと舐めるように出してくれるのいいよね。舐めるようにとは。めちゃめちゃ金のありそうな学校の制服。そうだよね。なんていうんだろう、ワンポイントで刺繍かななんか入れてるのすごいよね。めっちゃ高そうな制服。日立さんも同じ制服だが、やっぱり護衛という仕事のこともあるから、いざという時に動きやすいようにだろう。おー、いいですよ。いいですよ。あー、すごいですね。これは、いいですね。非常にいいと思います。ごくり。お、せとかさん、こんなついらっしゃいませ。今ここまでやってますって言おうと思ったけど、今制服を舐めるように見つめてますとしか言いようがないな。ね、この制服作るの大変そうだよね。たださ、やっぱりさ、ここの部分。この和の、なんていうんだろう、和柄がすごい。ね、いいよね。これはこれでグッド！スパッツもこうして目の当たりにすると、いいものだ。わざとここで止めてますね。いや、しょうがないじゃん。挨拶しないといけなかったからさ。もしや裏若き乙女の制服姿にドキドキですか？意外なご趣味。いいねをしました。ありがとうございます。いや、しかしさ、今、まこちゃんがさ、ちょっと照れてる感じじゃない？リアルでこんな制服まじまじと見たらえらいことになるんじゃないの？うわ、キモって言われちゃう。いや、どちらかというと、ポニテ萌えの方かな。なるほど。そちらでしたか。正直に言うな。なかなかいいご趣味をお持ちのようで。でもいい顔するね。表情がいいな、まこちゃん。なんの。日立さんの方こそ話せますね。それはもう、本人の目の前でそんな変な話をしないでほしいんですが。そして怒るでもなく、キモがるでもなく、恥ずかしがるっていうね。すごいね。ファンタジーってすごい。何？その何か言いたそうな目は。いいえ、何でもありません。では、そろそろ行きましょうか。どんな風に思われるか想像したら恐ろしくて目をそらします。そうだよね。学生、今、僕はもう社会人としてそこそこ長年やってるので、今の段階でこんな女子高生の制服なんて見ようもんだら通報される可能性まであるんですけど、当時だって肝がられるの怖くて全然見れなかったからね。行ってきます。
さんたちってすごいよね。いってらっしゃい。行ってきます。行ってきます。家族以外に言うって結構気恥ずかしいな、これ。学院ってまだ歩くんだっけ？いえ、そこの坂を登ればすぐです。結構近いんだね。結構山に近いけど大丈夫なのかな、たたり神は。今までに問題は起きていません。夜になる前に戻れば大丈夫だと思います。学校に夜までいたら、じゃあたたり神出る可能性あるんだね。ですからできれば放課後はすぐに帰るようにしてください。はい、わかった。気をつけるよ。もし何か用事で残る必要ができた時などは教えてくださいね。まあ事前に言っとけば、まあサポートもしてくれると。うわ、また難しいのが来たな。ちょっと待ってね。うがやね。こんなもん読めんぞ。うはまだ大丈夫。うがや。うがや。これが、うがや学院。しかも、がっつりこんな感じの学校で洋服なの。制服なの。あんまり学院って感じがしないね。元は武道館で剣術道場が使っていたのだが、徐々に門下生もいなくなってな。建物自体は立派なものなだから、るほどね。内部を改装して今の学院となったわけだ。なるほど、昔道場だったんだ。道場っていうと通ったことないからいまいちピンとこないけど、こんな感じなんだね。へえ、趣があるな。冬場は寒そうだけど。よう、おはよう。お、レンタロもここなんだ。お兄ちゃん、小春ちゃん久しぶりやね。おはよう、二人とも。怪我はもう大丈夫なの？見た目はもうすっかり元気そうだな。もう全然平気。ここのお湯の効能もあって大体治った。おお、ならよかった。心配かけて悪かったな。ちゃんと気をつけないとダメだよ。山で転がり落ちるなんて。そういう風に説明してんだ。同時だよな。すいません。ライブ会場になったところも、なんていうの？なんだっけ、道場か。道場がカバーストーリー。そうやね。まあ、優しい嘘ってやつかな。あの時は迷子を探すのに必死になりすぎて不注意だったよ。お兄ちゃんもレンニーと一緒に調子に乗ってバカやっちゃう子だったもんね。いや、子供の頃はしょうがない。それはもうしょうがない。今後はこんなことがないように気をつける。本当に気をつけないとダメだよ、お兄ちゃん。いやー、小春ちゃん優しい。いい加減大人にならないと。小春ちゃんに言われるの聞くね。年下の女の子に怒られてしまった。俺やレンタロウの後ろをとことこついてきたイメージだったけど、ちょっと見ない間に成長したもんだな。挨拶が遅れてごめんなさい。おはようございます、巫女姫様。日立先輩。巫女姫様なんだ、やっぱ。すごいな。おはようございます。学校でもその呼び方なんだね。おはようございます。おはよう、二人とも。レンタロウは同じ学年だけど、小春とも知り合い？源十郎さんには普段からお世話になっていますから。なるほど。学年のクラスは一つだけで、全学年合わせても100人もいません。全学年合わせて100人いね。だいぶ少ないね。しかもそのクラスメートの顔ぶれはずーっと同じ。子供の頃からの友達も多い。まあまあ、それそうなるか。結構な田舎だもんね。今でもうちの近所の小学校一クラスだけだって言ってたかな、各学年。めっちゃ子供少ないみたいだね。自分の頃だと5クラスぐらいあったんだけどね。田舎だからな。みんなが顔見知りみたいなのが普通だよ。それよりも、それよりもなんだね。声を潜めて肩に手を回し、顔を寄せてくるレンタロウ。新婚の甘い同棲生活はどうよ。違う。まだ新婚じゃございません。実家の小学校、学年統合が発生してる。いや、マジか。子供が少ないぜ。お前、婚約のこと知ってんのか？あと、同棲じゃなくて同居だから。そりゃな。だってお前が
巫女姫様の家でお世話になるなんてどう考えても変じゃん。まあそりゃね、急だもんね。じいちゃんのところが難しければ普通は俺らの家に来るだろ。まあまあ確かにそれはそう。もしかして噂として広まってたりするのか？まさか巫女姫様が婚約なんて話になったらもっと話題になってるって。いやでもあれでしょ、友竹の家は大体これくらいの年から婚約者が出たりするんでしょ。うち関東のそこそこ都会の場所のはずなのに、近所は高齢の方ばかりで、今小学校は1学年1クラス。そうだよね、結構そういうとこ増えてんだろうね。じゃあ知ってるのは俺と小春、あとロカネーも知ってるんじゃないかな。ご神刀を折った時にその場にいたから。ああ、はい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 。ロカネーも知ってんだ。分かってると思うけど、その話は。口外するなって言うんだろ。じいちゃんからも言われてる。いや、それ大騒ぎになるわ。そうは言っても時間の問題のような気もするけどな。田舎の噂なんてあっという間に広まるから。怖えー、田舎怖えー。それでもわざわざ広げる必要はないだろ。まあな。で、どうなのよ。まだ言う、まだ言うてはんのかい。ああ、いろいろ大変だな。家族じゃない人と一緒に暮らすっていうのは。あと、生傷も絶えないしな。誤解を招く。その言い方は誤解を招くよ。生傷って背中に爪痕？それとも肩に歯型とか？ふぅやる。そうか、レンタロウ君はプレイボーイだったね。何？反応鈍いな。いや、血縁者から下ネタ言われるとすっごい微妙な気分。あ、そう？でもマジで気になる。いとこぐらいだったら結構下ネタ言ったりしない？何もないよ。お前が想像してるような甘い生活はない。もっと普通のぎこちない共同生活って感じだな。嫌われてるわけじゃないならよかったじゃないか。まあな。拒絶されるのは精神的にかなり辛い。会話が成立するようになってからは随分楽になったけど。言うと思う。そうだよね。結構いとこ同士で言うよね。あ、そうだ。レンタロウに聞いておきたいことがあったんだ。なんだ？じいちゃんって最近体の調子はどうだ？体調を崩したりとかは？ロカネーから元気だって聞いてはいるんだけど、実は足腰が弱くなってるとか？どうだろうな。まあ年が年だから老いはあるだろうけど、毎日元気に歩き回ってるしな。ほう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 。さすがやね、じいちゃん。体調を崩しやすくなったとも聞かない。年の割には元気。つまり特に衰えた様子はない。じいちゃん今いくつぐらいなんだっけ？漢字的にはまあ70いってないぐらいだとは思うんだけど、70前後かな。そっか、ならよかった。なんだ？どうしていきなりじいちゃんの体調なんか気にするんだ？いや、まあちょっと思うところがあってな。レニー、お兄ちゃん、いつまで内緒話してるの？ここまで来て遅刻するつもり？そうだね、学校の前にいるのに遅刻は嫌だな。そうですね。アリチさんはまず職員室に行かないといけませんし、早く移動した方がいいと思います。じゃあ行こうか。職員室まで案内します。おっと、優しいね。そして中に入ろうとすると、校舎の方から誰かが歩いてくる。あなたがおっアリチと正臣くんですね。これはサブキャラかメインキャラかあ、はい、そうです。よかった。遅いから迷ってるんじゃないかって心配になったけど、みんなと話してただけだったんですね。こういうゲームに出てくる先生キャラの魅力的な感じはたまらんね。はじめまして。あなたの担任になる中条ひなみです。中条ひなみ。この中条も中条って読んじゃいそうだな。ちょっと待ってな。先生、中条ひなみ。これで中条と。ねえ、先生めっちゃいいよね。めっちゃいいよね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
すいません。お手数をおかけして。大丈夫ですよ。むしろ迷ったり事故に遭ったわけじゃなくて安心しました。優しい。簡単な手続きと確認もありますから、先生が優しい。今から職員室に一緒に来てください。はい。わついついわーって言っちゃったんだけどさこれよ尻の形くっきり。まあスカートがこういう構造だからしょうがないんだけどね。今日からお世話になります有地正臣です。ここには家の事情で引っ越してきました。以前は当たり障りのないごくごく普通の挨拶。ありがとう。それじゃあ席は一番後ろに。クラマくんの後ろですね。わかりました。何か困ったことなどあればちゃんと面倒を見てあげてください、クラマくん。よろしくな。わかりました。まあでも特にそんな念押しされなくても世話焼いてくれそうな感じはするよね、レンタロウ。さて、それじゃあ始業式です。皆さん移動しましょうか。20人くらいか。普通だな。いやまあそうね。そこは中条でいいだろうみたいな名字も結構ある。そうなんだよね。もうどっかで間違えそうで怖い。多分何回か間違えてるんだろうけど知らないうちに。そうだ、有地くん。はい。帰る前にちょっと用事がありますから少し残ってくれますか。時間はそんなにかからないはずですので。中将って言ってるとなんか階級のこと言ってるみたいでなんかすごいややこしい。なんちゃら中将みたいなね。はい、わかりました。俺に用事ってなんだろう。なんだこれ。友武家に関する何かかな。大した問題もなく式は無事に終了。明日からよろしくお願いしますと先生と挨拶を交わして解散となった。中将、昔知り合いにいたんだ。珍しいといえば珍しいな。僕の知り合いには一人もいないね。しかし俺が残らなきゃいけない理由ってなんだろう。先生の要件に心当たりはありますか？いやー、ないんだよね。友武の家に関することぐらいかな。もうその君と同居してる話かなと思うんだけど。いやー、全然転入に関する手続きとかかな。朝に済ませたはずなんだけど、何か残ってたのか。時間はかからないって言われたからすぐに終わると思うけど、道も覚えたから先に戻ってもらってもいいよ。我が輩もおるしな。心配はいらんぞ。急ぎの用事があるわけでもありません。それに先生の要件も少し気になりますから。すみません、遅くなりました。いや、先生かわいいな。待たせてしまったおようでーもう一人申し訳ない。これは保健室の先生かい？白衣着てるとそんな風に見えるけど。中将先生に連れられてきた白衣を着た女性。誰だろう。白衣を着てるってことは科学教師だろうか。科学教師って考えもあるか。なるほどね。水葉さん。水葉さん、ほう。有地さんに用事というのは水葉さんのことだったんですか。またややこしい名字だったりしない？大丈夫？はじめまして、有地正臣君。まあ駒川ならいけるか。私は駒川水葉。この町で開業医を営んでいるものだ。開業医の人がここに？有地さんが山で怪我をした時に診察してくれたのが水葉さんです。はい。来てはくれてたんだ、先生。駒川先生はこの学院の嘱託医でもあるんです。これで食卓って読むの？やだ勘弁してください。活卓だと思ってた。食卓医ってどういう意味だろうな。まあ、専属でついてくれてるってことかな。そうだったんですか。その説はお世話になりました。有地くんは何かお医者さんにお世話になるようなことがその件で来てくれたんじゃないの？山で転んじゃいまして。まあ軽い捻挫みたいなものですから気にしないでください。そうですか。
そんな感じだと思います。そうだよね。まあ、いてくれてるお医者さんってことだよね。大きな病院行くような怪我じゃなかったのかい。そう。でも、なんか怪我の具合からすると結構肩えぐれてるみたいな怪我だったんじゃないのかな。手間を取らせてすまなかったね。ありがとう。いえ、それでは私はこれで。まあ、きっと友武の家に来てくれたって感じかな。中条先生はそう言って教室を後にする。水葉さんは挨拶のためにわざわざこちらに？吉野様の確認にもね。吉野様、もうみんなそんな呼び方なんだね、やっぱり。村雨丸を抜いたことによる影響は何かあったりしますか？特には。私自身はいつもと何も変わりません。まあそうやね。まあ呪いがうんぬんって話で、特にあれだね、吉野ちゃんの方には関係ないのかな、村雨丸に関しては。ジョジョの世界なら軽傷、肩がえぐれる程度だ。せやね、銃弾バシバシ貫通しても翌週には治ってるからね。よかった。安心しましたよ。ゴールドエクスペリエンスが必要だね。駒川先生がボイスボックスの、わからん。ボイスボックス。猫塚あるみたいな声してる。これはボイスボックスってあれだっけ？ズンダモンのやつだっけ？言ってもらえれば私の方から出向いたのに。診療所に来てもらうと大変です。待合室でみんなから話しかけられてすぐに人がいっぱいになる。それにちょうど学院に用事がありましたから。ついでと言ってはなんだけど、アリチ君の様子を見ておこうと思って。優しい先生。アリチさんにそこまで心配するほどの傷が？あれ、友武さん知ってんじゃないの？吉野さんボイボ増えすぎて分かんない。そうなんだよね。今何種類やんのっていうぐらいあるよね。頭も打っていたし、たたり紙に触れた部分もありましたから、あくまで念のためですよ。それじゃあアリチ君、保健室まで一緒に来てくれるかな？保健室、これなんか別件じゃない？はい。2人は先に帰ってていいよ。ご主人には我が輩がついておこう。ありがとう、村雨ちゃん。そういうことならそうさせてもらいましょうか。これこのまま夜まで拘束されたりしないよね。分かっているとは思いますが、夜の山に近づかないようにお願いします。重々承知してる。俺だって怪我はしたくないよ。それならいいんです。じゃあ行こうか。行こう。随分と信頼されてるんですね。ああ、吉野様と日立さん、昔からの付き合いだから。先生、さっきさ、たたり紙について暴露画面です。言ってたかな？言ってたよね。そうだね、たたり紙に触れた部分はありましたから、なんかこの辺の事情は全部知ってる人なんだろうね。そんなに？私の家は代々医者なんだ。昔は友武家のお抱えだったそうだよ。へえ、今は違うの？今でもうちから誰か一人は医者になるように親に言われて、吉野様の主治医になる。大変だな、ここの家も。それはやっぱり汚れのことも含めてなんですよね。もちろん、汚れに関する知識と資料も先祖代々受け継がれているんだ。はあ、それって駒川さんもホーリで生まれ育ったってことですよね。そうだけど、みんなに比べると結構普通の服だと思って。白衣が特殊といえば特殊だけど、それも仕事柄だろう。それに中条先生も。中条先生は外から来た人だからね。外からわざわざここに？犬付きなんて呼び名も知らないところから。へえ。じゃあ来てびっくりしたんじゃないの？いくらなんでもこのご時世、街の中だけで完結するのは無理だ。まあそれもそうなんよな。多少不便でも遠くを頼れば力を貸してくれる人もいるってことさ。いいことだね。なるほど。私も大学の頃は遠くに行っていてね。さすがに大学であんな服を着ていたら浮いてしまうよ。まあ和服は大学で和服はきついな、確かに。それでそのまま普通の服装に？仕事が忙しいからすぐに着替えられる方が楽なんだよ。はあ、でも和服もまあ全然着れる知識はあるんだろうね。
あの手の和服はどうしても時間がかかるからね。そうやな、和服はどうしてもね。なるほど。さてと、差し当たってはまず右肩の経過を見せてもらおうかな。これはなんだい？なんですか？何か良くないことでも？逆だよ。驚いたな。もうほとんど治ってる。治りが早いね。これは村雨丸関連の回復力なのかな？これが若さってやつかな。若さか？本当に若さかい？自分ではよくわかりませんが。さて、じゃあ他のところも見ていこうか。傷はもう治ってる。血色もいいし、汚れも変に残ったりしていないよ。大丈夫、問題ないだろう。大丈夫？友武くん実は鞘だったとかそういう話しないよね？大丈夫だよね？どっかで聞いたことある話になっちゃうけど。手首が少し痛むということだが、腫れもない。すぐに引くはずだ。スラクさん、生命を作り変えたか。それゴールドエクスペリエンスレクイエムやないかい。覚悟の準備をしておいてください。それなら運動しても大丈夫ですよね。運動？常識の範疇なら問題はないと思うけど。何するつもり？どこか気になるような痛みがある？いえ、一応念のため確認をしてみただけですから。ならいいんだけど、そもそも手首はどうして痛めたんだい？手首なんでだっけ？はいって木にガーンって村雨丸ぶつけちゃったんだね。昨日お祓いがあったんですが、その時にちょっと。ああ、お祓いか。あれに関してはこちらの都合はお構いなしだからね。そうなんよな、どうしてもね。とにかく体には気をつけることだ。同じ部分に負担をかけているとそれだけで怪我をしやすくなるから。これ正臣くんはどんな運動をするつもりなのかな？剣道再開するって感じかな？わかりました、気をつけます。何か違和感があれば報告するように。どんな些細なことでもね。はい、わかりました。それじゃあ失礼します。じゃあね。あら、先生からじゃあねって言われるのいいね。ご主人、運動とはどういうことだ？本当にどういうことだ？ちょっとな、考えてることがあって。戻ったぞ。ただいま。はい、おかえりなさい。みくみみんせみさん、いらっしゃい、こんなすです。今ね、前回の続きから始めて、で、新しい学校に行って、女医の先生とお話しして帰ってきてるところですね。素晴らしい美人の先生2人と出会いました。そして学校の制服が超可愛い。素晴らしいよ。なんか気恥ずかしいな、ただいまも。家では普通に言えるのに少し状況が違うだけでこんなに恥ずかしくなるとは。体の方はどうでしたか？問題ないって言ってもらえた。それは何よりです。いや、ほんとよかったよね。なんともないのすごいよね。舞の練習か？友武さんは休むことなく毎日練習してるんだよね。それもすごいよね、毎日舞を練習するって。しかも毎日着替えてるんでしょ？さすがに病気の時などは休まれますが、体調管理には気をつけていらっしゃいますから、めったにあることではありませんね。このポーズかわいい。辛いとかそんな風に思うことはないんだろうな、きっと。吉野はそういう性格ではないよ。そうやね。お勤めやからやりますっていう風にやってらっしゃるんでしょうね、彼女は。ですね。有地さんもご承知の通り、とっても意地っ張りですから。あ、今の一言はどうかご内密に。怒られてしまいます。言ってそうやけどね、君。告げ口したりしないよ。それよりもちょっと出かけてきます。夕食までには戻るつもりです。どこに行くのだ、ご主人？じいちゃんに用事があってな。じいちゃんに用事。ってことはやっぱりあれだな、剣道再開すんのかな？
すみません。はい、今参ります。おや、声バグ治ったんですね。そうそうそう、声バグはね、もう、あの時だけ。チャプターが変わったらすぐ治りましたよ。俺の呼びかけに応じて、以前と同じように女性が出てきてくれた。お待たせいたしました。あら、確か大旦那さんの。はい、孫の有地正臣です。すいません、本当なら宿の手伝いをするはずだったのに。いえ、大丈夫ですよ。もう春祭りも終わりましたしね。指を口の前に持ってくる動作、もうちょっと向こうを向いてる感じなのが好み。なんかこう、ちょっとあさっての方を向いてる感じ。本当、力になれず申し訳ありませんでした。もうすぐ新しい従業員も入ってくる予定ですから心配なさらず。新キャラの匂いがする。それよりも大旦那さんですよね。そうそう、おじいさんに用事があります。あ、はい、呼んでもらえますか。はい、かしこまりました。女性は建物の中に戻っていく。軽く深呼吸をして心を落ち着かせた時、じいちゃんが中から現れた。急にどうした？わざわざお前の方から来るとは。何か問題でも起きたか？いや、多分違うんだよね、これ。いや、問題というか、どうした？言いたいことがあるならはっきり言わんか。それでじいちゃんの体調がうんぬん聞いてたのか。俺、じいちゃんに頼みがある。俺は男になりたい。頼みます。俺を男にしてください。言い方。正臣、お前何を言っているんだ？おじいさん顔を諦めてはりますけど。このままじゃ俺はダメなんだ。ちゃんと鍛えてもらわないと大失敗すると思う。確かに経験がなければ失敗をするかもしれんが、だからといってわしに男にだと？おじいさん、そこ勘違いするようなところですかね。男塾がこれは始まりかねへんで。選択肢があったらまずいですよ。いくよ。それはわしに頼むようなことなのか？もっと適切な人間がいるのではないか？彼戦ってやつですか？こんなことじいちゃんにしか頼めない。わしにしかってお前おじいちゃん本気なのか？正臣。本気です。お願いします。なぜそんなにためらうんだろう。しかも珍しく動揺までして、頬なんか赤いぞ。わしの知り合いとなれば確かに経験は豊かかもしれんが。知り合い？いや、じいちゃんに頼みたいんだけど。わしにだと？村雨ちゃんまで勘違いしてないこれ。もう、コメントも大盛り上がりっすね。男にしてください。恋煩いしちゃわないです。代償としておじいちゃんが女の子になりそう。おじいちゃんが女の子か。そうだけど、問題ある？問題というか、そもそもだな。巫女姫様ともうそこまでの仲になったのか？いや、仲を深めるのはいいことではあるが、いくら経験のためとはいえ、お前のそれは不貞行為になるのではないか？まあ、ここでね、誤解解けそうだね。不貞行為とまで言っちゃったからね。そういう裏切りは見逃せんぞ、正臣。おじいちゃんと浮気。仲？不貞？大体だな。いくらなんでもそれは少々マニアックすぎやしないだろうか。おっしゃる通り。マニアックって何の話？
後年同性近親相関、マニアックにも程があるぞ。よもやご主人に男色の趣味があろうとは驚愕の事実だ。誰がそんな話したか。男になりたいと言ったのはお前だろう。勘違いしすぎ。どういう勘違いしてんだ。武家の人間ならば手動も普通。村雨ちゃんまで。このじじいがそういう思考ってことでいい。いや、どうなんだろう。でもな、毛はあんのかもしれない。そうでもなければその発想には至んないよ、なかなか。つまりまずは自分の内面から武道をたしなむ人間になろうというのだな。その心意気やよし。内面とは。いいわけあるか。いや、ポーポーしちゃったね。アイキャッチー。天然パンカ。お、まこちゃんが増えてる。かわいい。アイキャッチの好きに。ご主人皆さん、おご主人。皆さん、高評価ボタンまだ押してない方、よかったらポチッと一発押しておいていただければと思います。よろしくお願いします。あと、もし見てくださってる方で、チャンネル登録がまだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録も合わせてよろしくお願いします。では、続きやっていきます。うん。おきんかご主人。わお。お前、寝てるときは腹はやめろ。内臓に響く。死ぬかと思った。この時間に絶対に起こしてほしいと言ったのはご主人であろう。絶対って言っちゃった。お、ミクミミンセメさんポチッと一発センキューです。確かに言ったけど、起こしてもらって助かったけど、起こし方はもう少し考えてほしかった。我が輩は何度も声をかけたのだぞ。それでもご主人が起きぬから仕方なく最終手段を使ったまでだ。いや、ワオって感じじゃない？急にこれはね、ワオって感じだよ。朝起きてこれはね。この目覚まし時計欲しいよね。いいよね。それとも起こさない方が良かったか？起きようこら、このダメ主人が起こしてもらえるの羨ましい。いいよね。これやっぱいいよね。いや、そんなことはない。感謝してるよ。ありがとう。けど、腹は勘弁してくれ。寝起きでゲロるかと思った。我が輩に頼む前にちゃんと自分で起きるようになれ。そうね。ご主人が悪い。確かにその通りだ。努力はしてみる。それを実らせる自信はないけど。ほれほれご主人、さっさと布団から出ぬか。よせ、痛いだろう。俺を起こすために腹の上で村雨ちゃんが体をぐりぐりと前後に動かす。前後ですか。ああ、なるほど。さっきからなんか柔らかい感触が腹の上を行ったり来たり。胸はあんな感じだったが、尻は女の子らしく柔らかい。妖刀のくせにこしゃくな。乗るんじゃなくて潜り込んでくれていいのに布団めくれないと思うけど。いやいや。あ、ふんぞえさんこんなすです。始まったな、何かが。そう、始まりました、何かが。いや、何が何かになってしまいそうだね。このイラストだと胸も柔らかそうだけどね。確かに結構思ってたよりはふわっとしてはるよね。せっかくの早起きも二度寝しては意味がないぞ。それそう。わかってるよ。なんだろう。妖刀相手に女の魅力を認めてしまっては負けた気がする。とはいえ、若い男には朝の生理現象もあって、それだけは気取られたくない。もう遅くない？そう、思ってるよりあるよね。っていうか、そんな風に乗っかられてたら起きれないんだって。などと、俺たちが朝っぱらから騒いでいると、アリッチさん、村雨様、どうかしたんですか？さっきから騒がしいようですが。まずいですよ。ご主人が起こしてほしいと言ったくせに
なかなか起きんのだ。ご主人の妖刀にも霊力が溜まっちゃう。霊力ならばいいんだけど、勢力じゃないよね。そうなんですか？では私も協力いたしましょう。まずいですよ。いや、起きてるから入ってきちゃダメ。失礼します。あ、失礼いたしました。私は何も拝見しておりませんので、どうぞごゆっくり。いや、まこちゃんも来ていただいて。なんだご主人、もしや我が輩に浴場しておったのか？あわあわわわわあわわわわわわ。妖刀だ、ペッタンだと言いつつも、やはり若い男よの。いや、いいですね。違います。これは朝の生理現象です。頼むから話を聞いて。なるほど。先ほどのジョージ。いえ、事情は把握しました。いや、ジョージで間違ってない気はする。ガキがよ。怒ってらっしゃる。いや、なかなかいいもんだったよ、今のは。さすが元18禁ゲームも確かにな。まあ、この先もっと直接的な表現とかも出てきそうな気はする。一応カットはされてるとはいえね、事後は多分出てくるから。今、わざと間違えましたよね。いいえ、ちょっぴり噛んだだけですよ。本当に俺はそういう趣味はありませんから。宣言しておきますが、俺はペッタンよりもプルンプルンの方が好きです。胸を張って性癖を告白されましても。ほう、2017年にこれほど自然なメスガキムーブを。大したものですね。2017年だとまあでも普通にあるんじゃないの？楽しいね。いや、楽しいね。素晴らしいゲームです。ぶちのめすぞご主いや、人。そりゃそうなるわ。それはともかく、アリチさんはこんな早朝からどこに行くんですか？あ、そうそう。結局あれだね。おじいちゃんにお願いしたのかな？それは、ほら、ここは景色が綺麗ですから、早朝の景色も見てみたいなと思って。だから今からちょっと散歩に行ってきます。なんでしたら、先に朝ごはんを作りましょうか？わあ、優しい。いつも通りの時間でいいよ。それじゃあ行ってきます。2017年のメスガキか、難しいな。ツンデレじゃないもんね、メスガキとツンデレは違うものだもんね。誰って言われると今パッと困っちゃうな。7年前でしょ。友武さんの家を出た俺は無理のないペースでジョギング。はっはっはっは。息を弾ませながら坂の上を目指して走った。先ほどの言い訳には無理がないか、ご主人。まあ気づかれたところでね。仕方ないだろ。他に何も思いつかなかったんだから。素直に言えばよいではないか。本それですわ。言ったら友武さんが気にするかもしれないだろ。それにそういうのをアピールするのは好きじゃない。なんかダサいしな。また男の意地か？嫌いではないがな。それにも限度がある。無駄に意地を張りすぎるのは粋ではないと思うが。いや、わかるよ。でもその頑張りを隠したい気持ち。ああ、物語シリーズがそれくらいかな。7年前もっと前か。八個字迷いがそうか。メスガキ。迷いマイマイだね。別にカッコつけるためにやってるわけじゃない。あくまで自分のため、怪我をしないためだ。ちゃんと来たか。おじいちゃん。自分から頼んだことなので。本気なんだな。しかし驚いたぞ。俺も驚いたわ。まさかそんな意味で取られるとは。あれだろう。若い子の間では BL というものが流行っているんだろう。BL か。今って BL って言い方するのかな？なんか違う言い方になってたような気がするんだけど。とある一部の女子の間ではね。ほう、最近は男色を BL と呼ぶのか。なるほどな。まあ、掛け算とか言うもんね。覚えんでいい、そんなもの。
というか、なんでそんなの知ってんの？宿の経営をするためには世情には詳しくなければならん。特に若者や外国の人の文化はな。BL 文化に触れてんの、それで。すごいな。すごいところまで行ってるね。世情ってレベルじゃない。バラ族とかヤオイとか呼び方いろいろですね。懐かしい言い方する。ヤオイとか久しぶりに聞いたわ。知らずにいるとお客のクレームの対応に困るからな。懐かしいな、ヤオイ。山梨、落ちなしってやつだね。そうやって調べていく中で BL とやらも若者の流行として知ったんだが、違うのか？間違ってはいない。いや、まあ本当ごくごく一部で流行っていることは間違いないんだけど、でも宿の主人として必要な知識ではない。 BL でクレームが入ることなんてない。そうなのか。まあこの年になったわしにはさっぱり理解できんかったから、その方が助かるが。しかし驚いたのは本来の意味でもだぞ。まさかお前が頭を下げて鍛えてほしいと言ってくるとはな。まあでもそうだよね。嫌だから剣道やめたって言ってたぐらいだもんね。昔からいやいややっていると思っていたが。当時はね、いやいややってたんだろうけどね。完全にバレてた。確かに昔はじいちゃんに言われていろいろいやいややっていただけだ。その頃に蓄えた経験でなんとかしのげてはいる。でもそれもすぐに限界が来る。協力するって自分の意思で決めたから。そのためには今のままじゃダメなんだ。怪我をしない、させない。そのためには足りないものが多すぎる。それに毎日舞の練習を続けている友武さんと比べて何もしない自分が恥ずかしい。正文、きつい言い方をするが、それは本当に考えて決めたのか？どういうこと？パッと思いついたからっていうこと？勢いとかその場に流されてるって言いたいの？別に勢いだろうと流されようと、きっかけは何でも構わんとわしは思う。その理由は問題ではない。わしが気になるのは途中で放り出すことはできないということだ。最後までやり抜くしかないんだぞ。それはそうやね。このなんていうの、汚れを払うためにって決めたから、それが全部終わるまでは投げ出せないんだよね。正直なところな、お前がそう言い出してくれてわしとしては嬉しい。だがあれはとても危険な存在だと聞いておる。おじいちゃん見たことはないんだ。じいちゃんの気持ちは分かってるつもりだ。正直一番最初に手伝いたいって思ったのは見栄を張ったからだ。でも今こうして稽古をつけてほしいって言い出したのは見栄じゃない。続けるために必要だと思うからだ。心配してくれるのならちゃんと続けていくために稽古をつけてほしいんだ。分かった。だが正臣、稽古を再開したからといって急激に強くなることはない。それはそう。特に相手は人間ではない。何が起こるかわからない状況では慢心は大怪我のもとだ。まずそこは心に留めておくようにな。素晴らしい。分かってる。とりあえず鈍った体を鍛え直したいんだ。体の使い方を忘れてるような感覚で。体力も筋力も山を歩き回ったりするし、村雨丸は市内よりもずっと重いから。そういう目的なら構わん。では始めるとするか。まずは基礎体力の向上ね。準備運動はしてきました。ここまで走ってきて体は温まってます。でもなんで学院で？まさか観光客の前で市内を振るわけにもいかん。とはいえもう道場はないからな。あ、ここが道場だったのもしかして。てか観光客の前で市内を振ったらウケそうなんだけど。本来なら公民館を使いたいところだが、こんな早朝ではな。結局鍛錬ができるほど広い場所となると思い当たるのがここぐらいだったのだ。旅館の庭とかで全然できそうだけど。何か問題があるか？いや、人目につかないのは俺も助かる。ではまず
素振りからだ。お願いします。よろしくお願いします。行くぞ。はい。いくつかの鍛錬を終えて今日の仕上げにじいちゃんとの試合。厳しい視線を目の前にして子供の頃の記憶から体が萎縮する。ピリピリとした空気が肌を刺す。素振りは基本。お、スラッグさんあれかい？剣道やってた？剣道僕ね、やったことないからなんともね。あ、さっきの読んでなかった。2017の正しいアニメを出すとそこそこ苦しい。何が苦しい？懐かしすぎて苦しくなってくる。どうしてこんなにじいちゃんが大きく見えるんだろう。身長に大きな差はない。筋肉に関しては年の差で俺の方が有利なはず。なのに見下ろされてるような感覚に陥る。まるで蛇に睨まれたカエルのようにうかつに動けなくなっていた。それを吹き飛ばすため大声を出して体に喝を入れる。いやー！そこにかぶさるじいちゃんの声。シャー！わお。どっからその声出してんだ。俺の声をかき消すおたけびに思わず体がすくんだ。その隙をついて懐に飛び込まれた俺の頭上に竹刀が振り下ろされる。脳天を打たれる寸前で竹刀がピタリと止まり、軽い風圧が額を撫でた。はあ、はあ、こんな完璧な寸止めをするなんてどんな筋肉してるんだ。本当に古希を迎えてるのか。今日はここまでにしておくか。ありがとうございました。一本もまともに打てなかったな、ご主人。じいちゃんすごいね。やったことはないですが、父親がやってたので振り方とか教えてもらった程度ですね。あ、じゃあ、基礎というか、こういう風に振るんだよっていうのはちゃんと教えてもらったんだ。あれ、結構、竹刀持ったことはあるんだけど、結構竹刀重いもんね。あれだけでも結構な筋トレになりそう。7年前にニューゲームとかメイドラゴン。あの辺もう7年前なの。やば。ゾッとするね。実力差がありすぎる。自稽古は3分ほど行ったが、有効打は全てじいちゃんの寸止め。やっぱり全然ダメだ。勝てない。当たり前だ。毎日鍛錬している。投げ出したお前に負けるほど衰えてはおらん。おじいちゃんすごい。だいたいお前は反応が鈍い。立ち筋を目で見切ろうとしていないか。あら、どうやって見切ればいいの？防具なしだからきちんと寸止めなの偉すぎる。そうだよね。これもでもじいちゃん超強そうだから寸止めじゃなかったら多分ボッコボコになってるよ。目で追い切れるものじゃないのは分かってんだけど、勘が戻ってなくて。もう少しマシかと思っていたが、本当に竹刀を握っていなかったのだな。すいません。基本はもちろん、体力と体幹も何とかせねばならんな。お前に合わせたメニューを考えなければ。朝に1時間程度の鍛錬ぐらいでは話にならん。ぎょえー。正臣、放課後は空いているか？きつー。ちなみに放課後の鍛錬って一体何を？そうだな。朝の鍛錬は体力づくりに専念して、竹刀を持つようなものは放課後にまとめてしまおう。へえ。足さばきに素振りに基本打ちに切り返しにかかり稽古、それぞれ1時間ぐらいは行うとして、合計 4,5 時間ぐらいはみっちりと。いやー、きつーい。メニュー考えてくれるの優しい。優しいけど厳しいな。1日 4,5 時間稽古ですか？殺す気か？不満か？不満ってわけじゃないんだけど、気を抜いたらじいちゃんが遠慮なく打ち込んでくるだろうし。いや、こんな中途半端な態度はやめよう。いや、放課後もお願いします。いきなりみっちりは厳しいです。いや、本当にきついと思うよ、これ。
脅すみたいに確認しないでよ。決意が鈍りそうになるから。この程度で鈍る決意なら考え直した方がいいということ。おっしゃる通り。わかった。部活感覚の延長線上じゃダメなんだ。俺が行うのはスポーツじゃないんだから。言うて運動部ってそんな感じじゃありませんでした。朝練込みで言えばそうか、朝1時間。学校終わって暗くなるまでやってたから2時間。なんでまあ部活だと合計3時間4時間ぐらいか。ああ、でもまあそんなもんか。よろしくお願いします。いい返事だ。と力いっぱい答えて放課後にもトレーニングに励むのだった。でもいきなりみっちりやると体が持たないので、そこら辺を考慮してもらえると助かります。わかった。孫相手だ。最初は加減をするから安心せい。本当にござるか？そうですか。よかった。では放課後にな。いや、これ絶対厳しいやつ。休むな。もっと打ち込んでこい。まだ休むには早い。来ないならこちらから打つぞ。ひえー。そんな乱れた打ち方では相手を崩すことはできんぞ。こうだ。どうした？言葉だけか。これはもっと気合を入れて打たんか。そんなことではすぐに反撃されるぞ。こんな風に。超厳しいんだけど。キャー。あら、洗練番歌。ここでアイキャッチになるんだ。ご主人、ムーラサメちちゃっちゃん。ゃと起きんか。ほれ。今日もグリグリしてくれるんすか？いいおじいちゃんだ。いや、すごいよね。自分の鍛錬もそれくらいやってんだろうね、きっと。寝ぼけておらんで起きろ。朝の鍛錬に遅れるぞ。あのトレーニングのどこに加減があるんだよ。おうなり声ではなく泣き声だったか。本当に泣いてんだ。毎朝いいな。朝っぱから剣道が始まる。もう今剣道始まってますね、これ。じいちゃんに鍛え直してもらい始めてから数日が経った。もう数日経ったの？メニューも決まって俺はそれに従いトレーニングを行っていた。早朝の鍛錬では筋力や体力アップを目的としたトレーニング。それはまだいい。辛いのは授業が終わってから放課後に行う公民館を借りてのトレーニングだ。準備運動に足さばき、各種素振り1時間半ほど。で、切り返しとかかり稽古に約1時間半ぐらい。他にも真剣の重さや長さにもなれるため素振り等々。だいたい3時間から3時間半ぐらいはやっているだろうけど、これはきっちり時間を計っているわけじゃない。じいちゃんが終わりを告げるまで俺はひたすら打ち込み続けなければならないのだ。きついなぁ。これは剣の道ではないやろが。いや。フェンシング、そう、付き合いをするわけですよ。付き合いじゃダメだな。愛はダメだ。まずい。そして少しでも気を抜こうものなら、思いっきりじいちゃんに撃たれる。撃ってくんだね、じいちゃん。怖いな。思い出しただけでも、マジ吐きそう。そりゃじいちゃんからすれば多少は加減されてるんだろうけどさ。俺はあくまでエンジョイ勢。こんなガチなメニューなんて現役の頃でもなかったのに。エンジョイ勢のつもりで言っちゃダメじゃないかい？でもそんな言い訳、たたり神には通じないんだよな。じいちゃんに教えてもらうっていう時点である程度の覚悟はしてたんだ。
まさかここまでだとは予想してなかったけど。ちゃんと起きるから、ちょっとどいてくれ。よっと。ふわりとその体が宙に浮き上がって、俺の体の上からどく。まるで重さなんてないぐらい気軽に浮いているけど、腹の上にいた時は確かな重みがあった。そうなんだ、重みが自由自在かい、船爪ちゃん。本当に不思議な存在だ。今日もよろしくお願いします。うん。ではまずいつものように縄跳び、その後でシャトルラン。がっつり体力向上メニューやね。はい。そうしていつものように基礎トレーニングをこなす。朝は下半身が中心なので足がパンパンだ。いつもよりもだいぶ遅いスピードで歩き、部屋に戻った俺は制服に着替えるが、着替えるだけでも体が痛い。できるだけ痛みがないようにゆっくり着替える。ゆっくり着替えすぎて無駄に時間をかけてしまった。いや、筋肉痛の時はそうなる。わかる。スノボとか行った次の日、まあ2日後ぐらいが多分そんな感じだな。ってなりながらいろいろやる。すいません、お待たせしてしまって。最近起きてくるのが遅いですね。どうしたんですか？それはちょっと、寝坊かな。寝坊？夜更かしでもしてるんですか？おっと、勘ぐられてしまうぞ。まあ、いろいろとね。ははは。夜更かしではない。むしろ毎日のトレーニングで布団に入るとすぐに寝ている。ちゃんとプロテイン摂取しなきゃ。体力作りがシャトルランナーの構成価値。シャトルランあるのやばいよね。プロテインは運動後に飲むのがいいんだっけ？あれ、運動前だっけ？どっちだっけ？そして早起きをしてトレーニングに行っているんだけど、着替えの他にもトレーニング自体が長引くこともあったりして以前より遅くなっている。気の緩みは怪我のもとです。良くないと思います。怒らないで。それはその通りだと思う。お祓いには無理に付き合うことはありません。私としてはおとなしくしておいてほしいくらいなんですから。ほう、優しいのか？まあ、危ないことだから関わってほしくないってのあるんだろうな。ぶっちゃけるといつ飲んでも変わんないって言われてます、最近は。あ、そうなんだ。なんか、もともと昔はプロテインは運動後がいいって言われてた気はするんだけどね。やっぱ変わってきてんだね。返す言葉もない。まあまあ、吉野様。それよりも朝食にしましょう。初日以降、日立さんと顔を合わせないように気をつけている。だから、怪しまれてはないと思う。もしかしたら何か気づいてるかもしれないけど、下手に藪をつついて蛇を出すこともないか。そうそう。朝食の目玉焼きの焼き加減はどうしましょうか？おっと、喧嘩になるやつですか？一応定時で摂取する。あ、プロテインね。あ、決まった時間がいいんだ、今は。半熟で。半熟で。友武さんも半熟？アリツさんもですか？おややっぱり半熟のとろっとした感じだったり、黄身を潰して白身と合わせて食べたり、いろんな食べ方もできるしね。そうなんです。それにふわふわした食感も好きです。あら、仲良しかい？固めも好きだけどな、僕は。白身はパリッとしてるのが好きだよ。お父さん。俺も固めが嫌いってわけじゃないですよ。でも、やっぱり。好みは半熟。だよね。わかりました。悪いね、わがままを言ってしまって。いえ。この程度、大したことではありませんから。いや、まこちゃんがすごくいいですね。では、あとは調味料ですね。あ、何をおかけになりますか？醤油。それはもちろん、醤油どっちだ？あれか。友武さんはソースって言ったから醤油だね。
半熟の方が時間かからない。そうね。急いでるときは半熟の方がいいよね、やっぱり。スラックさん塩コショウ？まさふみさんが固めの醤油？僕はね、半熟の醤油ですね。まさおみくんと完全シンクロです。醤油でしょ？ソースですよね。醤油？ソース。お醤油なんて邪道です。邪道はむしろそっち。またですか。お二人ともそういう趣味は全然合いませんね。調味料の趣味が合わんのな。あすみさんは醤油かい？でもトーストに乗せるのが好き。ああ、わかるわ。基本的にはうちはね、塩コショウが一番多いですね。全然そう、文句はなくて、醤油か塩コショウかっていう感じ。で、トーストに乗せるのはマストですね。最高に好き。ラピュタパン見てからずっとそれやるようになっちゃったんだよな。塩コショウが最強なのはめっちゃわかる。もしかしたら卵が揉める原因なのかもしれませんね。ほうほう。でも卵の他にもおにぎりの具、うどんとそばの好み、カレーの甘口からはい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 。もしかして2人は合わないのかな？おにぎりの具はでも合わないのはしょうがないんじゃない？かなり種類が多いじゃない？うどんとそばの好みはなんだ？味付け？うどんとそばの好みって何が違ってくる？硬さか。カレーの甘口辛口はまあ分かれるわな。焼き加減は好みの問題で済むのに調味料は正義の問題になる。不思議。そうなんだよな。調味料争いがいつの時代も行われてるからね。あ、うどん派そば派ってことね。僕はうどん派です。冷たいうどんが大好きです。一回マーマイトで試したら苦しかった。マーマイトって何？初めて聞いた。グギー。2人とも落ち着きなさい。好みなんて人それぞれでいいんだ。あ、やばい、それは火に油を注ぐやつ。かくいう僕は目玉焼きに練乳をかけるのが好きで。それは、いや、それは、いや。それはないですね。そうだよね。それはないです。スラックさんそば派、まさのみさんうどん派。いや、練乳はやばいね。ビール酵母を発酵させた調味料。そんなのあるんだ。マコくんまで硬い目玉焼きに練乳。理解されないっていうのは寂しいものだな。まあでも、生卵だったらあれだもんね。ミルクセーキになるもんね。卵と練乳自体は合うものなんだよ。というか、本当は仲がいいんじゃないの？焼いた目玉焼きに練乳か。一回やってみてもいいな。朝のトレーニングで体が疲れきっているせいか坂を登るのが辛い。大きく踏み出そうとするたびに太ももがビリビリとしびれるようだ。上り坂が意外と辛い。足の裏に豆とかできてるかも。しばらくの間は苦労しそうだな。私のはバター塗ったりせず食パンと目玉焼きのみ。他の人からはあんまり聞かない。まあ他の人とはあんまり話はしないか。それでは今日はここまでです。そうか、バター塗って塩コショウかけてね、もうガブガブガブっと一気にいくの超好き。終わったとばかりにみんなが教科書やノートを片付けていく。それでは皆さんまた明日。攪拌したくれぐれも事故に遭わないように気をつけてください。攪拌した卵に砂糖を加えてレンジにぶち込むケーキ。それはなんだ？パウンドケーキかい？お子さんが真似しちゃうでしょって怒られそう。怒られないように子供の見ないところでやるからね。大丈夫だよ。さてと。それじゃあ放課後の鍛錬に行かないと。アリチさん、今日はどうされるんですか？少し遅くなるかも。でも夜になる前には戻ると思う。そうですか。わかりました。優しい、好き。ここ数日、放課後はいつもどこかに行っていますよね。何をしているんですか？怪訝な目を向けられてるんですけど。いや、それはまあ大して要件じゃないんだけど、いろいろと。
あんまり気にしないで。それじゃあ俺はここで。俺は逃げるように教室を後にした。子供に出す目玉焼き、何もかけずに出した。吉野様何もかけずにかい。それでは帰りましょうか。でも子供には別に調味料はそんないらないのかな。怪しい。女の影を疑われてる？レンチンするカップケーキパウダー、マグカップで作れる美味しいやつ。美味しそう。いいね。では公民館に移動するか。はい。ああ、そうだ。正臣。今度の土曜日、時間はあるか？今のところ予定はないと思うんだけどね。土曜日？学院は休みだろ。今のところ特に要件はないけど、もしかして特訓？そんな嫌そうな顔をするな。そんな話ではない。ぶっちゃけると卵ってそのままで美味しいよね。いや、実際そう。ゆで卵そのまま食べてもめっちゃ美味しいもんね。さすがに生卵直で食べても美味しいとはなかなか言えないけど。鍛錬はいつも通りだ。そうですか。増えなかったことを喜べばいいのか、土曜日もトレーニングなことを悲しめばいいのか。そういえばロカネーが全然出てこないね。いや、たたり神はこっちの都合に合わせてくれない。楽したいという考えは捨てて頑張らないとな。でも特訓じゃないなら一体何を？実は案内を頼みたいのだ。ほう、案内。案内？君がうまい。いや、それはそう。卵かけご飯食べたくなってきたな。宣伝版か。卵の話したらお腹空いてきた。ご主人。はーい。お、ゲヘナゲヘナ。相変わらず腹に乗る村雨ちゃん。内臓に響くって言ってんのに。朝だぞご主人。土曜日でも鍛錬は行うのであろう。ありがとしかし土曜日くらいは少し時間を遅くしてもよかったのではないか？う。習慣を変えるのは良くないと思って。偉いね、正臣くん。それに時間が遅くなると人が増える。トレーニング姿を見られるのも恥ずかしい。そういうものか。我が輩、人の視線とは無縁になって長いからの。大型犬の起こし方、ドサって。大型犬ってこんなドサッとくんの？怖いな。ならばご主人、なおさら急いだ方が良いのではないか？ほれほれ。ほれほれ。だからグリグリするなってば。なんか朝は少し雰囲気が違うな。そうか？我が輩は普通のつもりなのだが。少なくとも友武さんたちと話してる時は違うだろ。友武さんが相手だともっと落ち着いているというか、少しテンションが高くないか？言われてみるとそうだな。確かに少々はしゃいでおるかもな。かわいいな、村様ちゃん。はしゃぐってなんで？ご主人は初めて我が輩に触れた人間だからな。村雨ちゃんかわいい。やったーゴールデンレトリバーにのしかかられたらご褒美。怖くない？でも大型犬にのしかかられるの。昔ハスキー飼ってる友達がいてさ、その友達のところに遊びに行ったら結構ね、ハスキーが飛びかかってきて自分にウレションとかしてくるから、もうトラウマになっちゃってんだよね。初めて触れたって胸に？ああ、そうであったな。人の胸を硬いなどといった不埒者であったな。その説は大変失礼しました。本当に反省しておるのか？してるってば本当に。まあよい。ともかくこの状態になってから長い。人のぬくもりなど忘れておったぐらいだ。いや、可愛いね。ハスキーはしゃあない。噛まないならご愛嬌。まあまあ、人懐っこくて可愛い子ではあったんだけどね。ただやっぱりね、恐怖感がとてもありますね。やっぱりあのサイズの犬に来られると。ハスキーにガッと来られてウレションまでされる。もう抵抗できずにウレションされるからさ、ギョエーってなってた。
ああ、そっか。故にな、久々にぬくもりに触れて少々浮かれておるやもしれん。お、なんやその上目遣いは。もし不愉快であったならば、今後はこのようなことがないように気をつけるか。ご主人？お、その顔は卑怯だろう。そんな寂しそうな顔をされて不愉快だと言える度胸は俺にはない。いや、可愛いね。いいよ、不愉快とは最初から思ってないから。ぬくもるしかない。ぬくもってこう。いや、いいね、可愛いよね。ご主人はそういうヘタレだと思っておったぞ。手玉に取られてる。幼女に手玉に取られております。何気に失礼なやつだな。そうか？我が輩、もっと失礼な人間を知っておるぞ。お、誰のことやろな。いきなり人の胸をもんで、大した感触ではないと言ったたわけ者をな。やっぱりまだ怒ってるじゃん。当然であろう。裏若き乙女の胸を揉んだのだぞ。笑って済まされるはずがなかろうが。めっちゃ恨むやん。悪霊か？いや、悪霊かもしれん。可愛い子に手玉に取られるぐらいが、いや、実際そう。裏若き？確か数百年このままなんじゃなかったっけ？あ、その目、また失礼なことを考えておる。そうか、数百歳だもんな。いや、そんなことはない。それよりも何か許してもらう方法はないか？そうだな。では。お、ゴホロリ、どうした？お、頭を撫でてくれぬか？おや、おや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 。頭を？ダメか？マジで大型犬じみてきたね。もじもじしながら上目遣いに頭を撫でることを要求する村雨ちゃん。ちょっと可愛い。これは脱法。いや、脱法ロリですよ。可愛いね。わしゃわしゃしたいよね。可愛いね。お祓いのことなんかでも世話になっているんだ。それくらい気にすることもない。こんな感じでいいのか？もう少し丁寧に撫でてほしい。おや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 。これくらいか？それぐらいがちょうどいい。えへへし、えへへしてんのかわいい。何やらムズムズするの。頭を撫でられるのはこんなにくすぐったいものだったか。いや、かわいいな。俺もあんまり経験はないけど、そうなのかもな。そもそも女の子と触れ合ったことってあんまり記憶がない。小学校の遠足で手をつないだりとか、中学校の文化祭のフォークダンスとか、会話は普通にしてたけど、触れ合いとなると、そう考えると俺まで背中がむずがゆくなるみたいだった。自分で頼んでおいてよし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 。なんだが気恥ずかしいものだな。じゃあもうやめようか。もう少しダメか？これくらいでいいのなら。ありがとうご主人。こいつ。そして俺が優しく頭を撫でていると村雨ちゃんは本当に嬉しそうに笑っていた。頭撫で撫でシチュいいね。かわいいよね。この顔かわいいな。中学のフォークダンスなんて3年以上は前のことだもんな。3年以上は前のこと。まあ3年以上ね。なるほどね。とはいえいつまでもこのままというわけにもいかない。早く着替えてトレーニングに向かわないと。そして俺が手をのけると、ほう。寂しそうな声を上げる村雨ちゃん。心苦しくなって再び頭を撫でてみる。ぬ。
再び頬が緩む。ほう。俺の手が触れるたびに表情が切り替わって、ちょっと面白くて可愛い。我が輩で遊ぶな、ご主人。バレちった。いや、可愛いね。抜けられないよね。すげえ。ふんぞりさん、ナイスネーミングやで。名誉ワンちゃんやな。確かに。悪い。よし、今日はここまで。あ、そうだ。皆さんに聞きたいことがあったんだ。今ね、ここまでだいたい1時間半ぐらいやってるんですけど、今この配信始めるときに一回言ったんですが、音の取り方をちょっと変えてあるんですが、途中でブチブチとか音鳴ったりしてませんか？大丈夫ですか？いや、よかった。音大丈夫。よかった。Windows のアップデートで、前までちょこちょこ鳴ってたブチっていう音がね、治るんじゃないかっていう話があって、で、Windows のアップデート入れて、今回初めて一回音の取り方元に戻してみたんですよ。あ、全然ないんだったらよかった。こっちの方がね、やりやすいのよ。裏の音が乗らなくなるから、多分実績の音とかなってないでしょ。多分だけど。よかった。あ、よかった。じゃあこのまま続けます。ありがとうございます。じゃあ続きいきますよ。ありがとうございました。いつもの体力作りのトレーニングを終えて、その場にペタンと座り込んだ。メニューは縄跳びやシャトルランをはじめとした足腰の鍛錬。いつになったら楽にメニューをこなせるようになるかな。何を言っている。楽にこなしてしまっては鍛錬にならんだろうが。そいつはその通り。一生きついよ。常に体を追い込んでこそだ。マジですか。鍛錬とはそういうものだ。まあ実際そう。まあそうだよね。頑張るしかないか。確かに実績の音ない。オッケーよかった。今もね、この配信中に2回実績の音が鳴ってたんで、それが鳴ってなかったら大丈夫。急な通知も安心だ。そうやね。急な通知が来ることなんてないんだよ。ディスコードに通知は全く入りません。新竜さん、風呂上がりました。おかえり鍛錬、白真。いや、違うぞ。どっから風呂に入ってたかわかんないけど、ちゃんとした鍛錬をしているんだ。それじゃあ、午後もよろしくお願いします。だが、その前に正臣。はい、なんでしょう。今日は土曜日だ。頼んでおいた件は大丈夫か？案内をお願いしたいって言ったやつ？案内をしてほしいって件ならちゃんと覚えてるよ。ではすまんが頼む。待ち合わせは午後の1時半。場所にも変更はない。3時までに旅館に連れてきてくれればいい。それまでは適当に観光をして構わん。誰を案内すればいいんだろうね。それはいいんだけど、なんで俺、この町にそこまで詳しくないよ。宿の人間は仕事で手一杯だ。ちなみに、レンタロウや小春は？小春は用事があるそうだ。レンタロウは、あいつはダメだ。あいつはダメだ。なんで、わかった。女の子でしょ、案内。さすがに確かにな、女の子案内するって言ったらレンタロウじゃダメだ。はるんどる。たるみ切っておる。頭の中は女子のことばかりだ。まあ、年頃だからね。そういや、ナンパしてるって言ってたな。一度旅館の手伝いをさせたら、宿泊客に言い寄る始末。あら。頭が痛いわ。やっちゃったね。今日は女の子とデートできるんですね。いや、多分だけどね。本格的に一度鍛え直した方がいいかもしれんな。レンタロウくんピンチ。まあそういうわけだ。レンタロウに案内役を任せるのは不安で仕方ない。っ
ってことは案内するのは女の子？多分そうだろう。そうだが、よもや正臣までそんな男になっておるのではなかろうな。否定はできないんだよな。弟子の煩悩を見抜く師匠の鏡。いや、まだ見抜かれてない。大丈夫。ないない、ナンパとかしたことない。ならばいい。ならばいい。信用された？大丈夫？けど、なんでまた女の子？新しく雇うことになった従業員。はいはい、やっぱりそうなんだ。従業員増えるって言ってたもんね。そういえば、そんなこと言ってたな。結局、力にはなれなくてごめん。そのことは気にするな。もともと人手不足は経営者であるわしの落ち度だ。まあ、そうとも言えるけど、そればっかりはね。一人増やすつもりでずっと探してはいたのだ。しかし全然見つからなくてな。なんでだろう。やっぱり大変なの？人手不足の問題は。宿の仕事はとても厳しい。今はい時はいはいははいわざわざそんな厳しい業界で働こうと思う者も少ない。ホテルマンとかもめっちゃ厳しいって言うもんね。業界全体が人手不足な上に、ここは不便な土地だからな。そうね、しかも田舎の旅館ってなってくると人も集まんないか。旅館はリアルでも人手不足。そうらしいね。後継者不足で潰れてるとかもよく聞くよね。知り合いのつてを頼って誰かいないかと探して、ようやく一人紹介してもらえた。おお、いいじゃないいいじゃない。その人長く勤めてくれるといいね。どうだろうな。最近の若い者はすぐに逃げ出すと聞く。ああ、それはそうかも。若い人じゃなくてもすぐ逃げ出すけどね。うちの職場とかでもやっぱ1週間2週間でピピョンってやめてく人結構いるんだよね。あれすごいよなって思う。逆に最近はバックラなるものも流行っているのだろ。宿を燃やされてはたまらんからな。久しぶりに聞いたな、バックラE 級からあるんだっけ？ E 級バックラーから A 級バックラー S 級まであるんだっけな。あれすごいよね。S 級が確か出社当日にレジの金を盗んで逃げたとか、退職 RTA そうしてる人いるんだよね。すごいよね。流行ってない。なんでそんな偏った知識ばっかり。 S 級はレジごとかバックラーまで知ってんの今本当おじいちゃんネット関係すごいバリバリ調べてるね。そういう人は最初から厳しいって分かってる旅館で働こうなんて思わないよ。それに知り合いからの紹介なんでしょ？そうだが、やはりいろいろと心配なのだ。いろいろと。その子はお前と同い年でとても若い。こっちで宇賀谷学院に通うことになっている。あら、同い年で宇賀谷学院ってことは同級生じゃん。そんなに若いの？しかも女の子か。俺はじいちゃんの身内だし、旅館の仕事も子供の頃から身近にあった。だからその厳しさや理不尽さはすでに受け入れられていたけど。しかもその子は日本人ではなくてな。そうなの？じいちゃんにしてはなんか思い切ったね。いや、結構思い切ったじいちゃんやと思うけど。わしではない。お上の考えだ。ふんふん。言葉だけでなく文化の違いを理解しておる者がいた方がいいとな。ああ、そうか、外国人観光客が多いって言ってたもんね。おかみはばあちゃんが亡くなってから不在だったと思うけど。わしももう年だ。おかみに宿の切り盛りを任せて。へえ。お前も何度も会っているはずだ。あの人おかみさんなんだ。あの人おかみだったんだ。猪谷素子さん。4年ほど前からおかみとして働いてもらっている。猪谷素子さん、猪谷さん。そうか。お前が顔を見せなくなったのもそれぐらいだったな。ふんふん。ずっとまだじいちゃんがやってると思ってた。外国人の旅行者も増え、客層も変わって、昔のままでは難しいことも増えた。わしもこの年だからな。一層若い者の方がいいと思ってな。それはそうだよね。いやでもそうやってスパーッと切り替えられるのすごいね、この人。ロカネのところも同じようなことを言ってたな。多少は口を挟むし、重要な部分はわしが決断を下すが、
基本的には隠居生活みたいなものだ。そうか、それでこうやって訓練をつけてくれてるんだ。だからこそお前の鍛錬にも毎日付き合う。そうだね。ありがとうございます。ご迷惑をおかけしてます。気にするな。お前が真面目に取り組んでいるのはわしも嬉しい。ああ、いいおじいちゃんだね。その判断ができるのよき。いや、ほんとすごいよね。しっかりした経営者なんだなって感じ。でも俺、英語の成績悪いよ。心配するな。拙くとも日本語で日常会話はできると聞いている。お、これはあれかい？パツキンのなんちゃらでーすが来るかい？そういうことなら、多少不安は残るけど、会話ができるならなんとかなるだろう。助かる。では、頼んだぞ。わかった。で、九条カレンはどこの子だっけ？しまったな。少し遅くなってしまった。急いで戻らないと。友武さんのところはいつもみんなで一緒に食事をとっている。俺が戻らないとみんなを待たせてしまう。すごいな。時間でみんな食べ始めるとかじゃないんだね。ちゃんと待っててくれてんだ。というか、部屋にいないことを怪しまれてしまうかも。帰りもダッシュか。ちょっと辛いけど、これもトレーニングの一環だと考えよう。金モザか。金色モザイク見たことないんだよな。本当に大丈夫かい？今日も遅かったけど、眠れない理由があるんじゃないのかい？そう、金モザとゴチウサはね、見たことないのよ。ああいう、なんていうのかな、日常系の、なんていうの？雑誌の名前。キララ系のやつってね、あんまり見たことない。いえ、本当に気にしないでください。そうは言うけどね。申し訳ありません。それよりも食事にしましょう。それじゃあ、僕は神社に戻る。ちょっと怪しまれてるね。言っていた通り頼むよ。分かってる。安春さんはそんな言葉をかけて部屋から出ていく。これから何かあるの？神社で仕事の手伝いをすることになっているんです。ほうほう。人手はいる？いえ、手伝いといっても社務所でお守りやおみくじなんかを売っているだけですから。普通に神社の業務やね。疲れてる時に見ると毛が見えますからね、キララ枠。そう、なんか疲れてる時にむしろキララは見るもんだっていう風に聞いたことがあるな。金色モザイクで、奥様がやたらキララに詳しいので、ナスさんもかじってるかと思ってました。本当？金魚肉さんそんな詳しいかな？キララだとね、金魚肉さんあれが好きみたい。なんだっけ、未確認で進行形か。ミデシが好きだって言ってた。わかった。必要だったらいつでも言って。ありがとうございます。でも、そっか。神社の手伝いがあるなら無理だな。何かあるんですか？一緒に来てもらおうと思ったのかな？実は案内を頼まれてるんだ。案内と言いますと、もしやアリチさんのご友人が会いに来られるんですか？残念。いや、そうではなくて。そういえば、あいつら元気にしてるかな。ここで暮らし始めた当初はアプリで適当に連絡もしていたけど、学院が始まってからそれもなくなった。要件もなく面倒ということもある。でもそれ以上にここの暮らしに馴染み始めたということなのかもしれない。じいちゃんの旅館で新しい人を雇うんだ。その人を迎えに行って旅館まで案内するように頼まれてる。キララ枠ではだいぶ珍しい印象のある男女の恋愛要素とかが入ってる。珍しいんだ。キララ系を見ないから何とも言えないところではあったんだけど、あれ僕もね、未確認で進行形すごい好きでね、オープニングとかすごい大好きですよ。君を好きになっちゃおうかなんてわからないけどってやつ。あれ超好き。でも俺はここ数年ホールに来てなかったし、そこまで詳しくはないから。それに案内する相手が女の子なんだよ。いきなり見ず知らずの女の子と二人っきりだとうまく会話できる自信もない。
それに向こうも不安に思うかもしれない。確かにな。外国人の女の子でしょ。同年代の女の子で案内頼んであるからって言って来て、同い年の男の子に案内って言われると、ってなるよね。だからもし可能なら女の子が一緒に来てくれるとありがたいと思って。力になれず申し訳ありません。いや、友武さんが謝る必要なんてないよ。むしろ俺の方こそ急にごめん。私でよろしければ一緒に行きましょうか。はあ、まこちゃん好きだ。俺はすごく助かるけど、いいの？火事もありますが、夕方ぐらいまででしたら大丈夫ですよ。あ、素晴らしい。3時には旅館に連れて行くように言われてる。俺が案内するのはそこまでの予定だから。でしたら大丈夫です。ありがとう。さてと、それじゃあそれまでに洗濯を終わらせてしまわないと。いや、手記。いやしか女ばい。いやしか女ではないよ。いやしか女ばい。ご主人、別行動してもよいか？あら、どうした村雨ちゃん、珍しい。俺は構わないけど、珍しいな。何か用事でも？いや、我が輩を見えぬ者が一緒におっては、おいそれと話しかけることもできん。確かに。いきなり村雨ちゃんと話し出したら、こいつやべえってなるよね。我が輩を見えるように振る舞うのは、ご主人も落ち着かぬのであろう。確かに確かに。気が利くね、村雨ちゃん。素晴らしいわ。好き。それは確かに。今までずっと一緒だったから思わず話しかけてしまうかもな。ゆえに、一緒でない方がご主人も楽かと思ってな。気を使わせて悪いな。別に謝る必要はない。我が輩もたまには散策をしたいのだ。ではな。優しい村雨ちゃん。女の子みんな優しいんだよな。スーッと霞のように消えてしまった。やっぱり幽霊みたいだ。アリチさん、お待たせしました。私の方は準備できました。うん、わかった。ところで、出発前に聞いてもいいですか？はい、なんでしょう。アリチさん、洗濯物を出してませんよね。いつも疑問に思っていたんですが、どうされてるんですか？ついに突っ込まれた。迷子の母親との経験が生きてる。確かに。あの時結構大変だったもんね。こうやって考えると自立型のスタンドと話してるやつってだいぶやばいやつに見えそうまあジョジョ世界はね、やばいやつしかいないから大丈夫大丈夫、平気平気。いや、どうするも何も普通に自分で洗ってるけど。ご自分で？全て手洗いですか？うん、それに使わせてもらってる部屋は日当たりも良好だから窓際に干せば部屋の中でもよく乾く。アリチさんは手洗いじゃないとダメなんですか？何かこだわりのようなものが？そういうわけではないんだけどね。そういうわけじゃないんだけどね。一人分だけで勝手に洗濯機を回すのは気が引ける。これ洗濯機まとめられるやつ。かといって洗濯物を日立さんに任せるのもな。相手は同年代の女の子。なんかいろいろ恥ずかしい。特にパンツがクタクタになったり穴が開いてたりしたら特に。そうだな。同級生の子にやってもらうのはちょっと恥ずかしいか。嘘つきの汗を舐めるやつがまともな世界。この味は嘘をついている味だぜいや、あれ嘘をついている味だぜの前の方がやばいよ。急にスコップでカーンでしょ。畳で部屋干しとか正気か。でも確かに畳がしけっちゃうよ。遠慮なさらず一緒に出してもらって構いませんよ。いや、そういうの恥ずかしいじゃないですか、やっぱり。もしや人には見せられない状態なんですか？どういう状態やろな。絶対言うと思った。でもそんなことはありませんよ。では、まさかとても卑猥な下着を愛用している。もしくはノーパンだから必要ないそんなわけあるかい。
普通の下着を履いてますよ。変な汚れもついてません。気にしなくても大丈夫ですよ。私は忍者ですから、そういった知識もちゃんと持ち合わせています。おう、忍者。忍者好き。その何でも分かってますよみたいな微笑みをやめてください。それに忍者関係ないし。日立さんだって下着とかを見られるのは嫌でしょ？それはまあ、見られて嬉しいものではありませんね。あ、よかったよかった。美少女から繰り出されるセクハラ、需要がある。いや、ある。超あるよ。すごくいいと思います。気遣いはありがたいけど、自分で洗わせてください。男でも恥ずかしいんですよ。下着を女性に見られるのは。わかりました。ですが、本当に遠慮しなくていいですからね。制服のシャツなら気になりませんよね。そういうのは一緒に出しちゃってください。ありがとう。じゃあ、お言葉に甘えさせてもらうかも。はい、いつでもどうぞ。需要しかない。いや、そうやで。あさみさんもいいですねって言ってる。ほら、もうみんな大好きでしょ。わかるわかる。超わかるよ。僕も同じ気持ちだよ。それで、案内するのはどんな人なんですか？俺たちと同い年で女の子。名前は確か、レナ・リヒテナウアーだったかな。誰で100点今、100点をポチポチしてたのは。ありがとう。望むところだ。いや、ほんと。昔から日本に憧れてて、留学が夢だったんだって。でも、ホールに来ることを本人が強く望んでたらしいよ。わざわざ？珍しいですね。観光ならまだしも、留学を望むだなんて。しかも、ホールに行きたいって言ってるんだもんね。なんかありそうだな。リヒテナウアー、噛みそう。あれ？でも、その人新しい従業員なんですよね。そうらしいよ。そう、働きながら通うらしいよ。それじゃあ、私たちと同じクラスですね。まあそうなるよね。じいちゃんはそういう学院のことも含めて俺に案内をさせたかったんじゃないかな。では、良い印象を持ってもらうようにしないといけませんね。ほら、まこちゃんのこういうところ大好き。ヨーロッパっぽい。名前がね、確かに、なんちゃらウアーってなるとヨーロッパっぽいね。民族衣装が可愛いから、でも海外の人だとそういうところを結構気にするかも。じいちゃんも気にしてた。早々に辞められると困るって。そんなわけで、どこを案内すれば好印象を与えられると思う？そうですね。やはり美味しいものがいいんじゃないでしょうか。それはそう。美味しいお店あるのかな？美味しいもの。ちなみに、日立さんのおすすめってあります？そうですね。そうだ。なんだい？まだ少し時間もありますから、ちょっと行ってみましょうか。なにぶっちゃけリヒテンシュタインしか連想できないんですかね。まあ。じゃあ、かわいい。やったー。鮎の塩焼きですよ。いや、いいですね。次のサムネはこれに決まりだね。いいねー。鮎の塩焼き。串に刺さった鮎は皮はパリパリ、塩もいい感じに振られており、とても美味しそうだ。美味しいって評判なんですよ、ここの鮎。指についちゃった。聞いた今の、ちょっと。聞いた？美味しいって評判なんですよ、ここの鮎。指についちゃった。素晴らしい。いや、いい太ももだね。やっぱり僕は王道を行く魚介類ですからな。どうした鮎だー。内臓土臭そう。どうなんだろうね。川魚、こういうちゃんとしたお店で食べるとやっぱ土臭いとかはないんじゃないかな。あと内臓取ってんじゃないの？取ってないかこれ。指を舐めながら視線を送ってくる日立さん。その上目遣いとちらっと見える舌が妙にエロく見える。
しませんあわか？あわわあわわわわ。すごくいいです。ああ、いや、そんなことないよ。ごまかしつつ、鮎の背の方から一口。ほろ苦い皮に口の中でホロホロと崩れる身。そしてそれらを結びつける塩の旨味。その食レポのうまさは何？一口食べただけでその違いが伝わってきた。うん、確かにうまい。でしょ？ここら辺の鮎ですか？さすがにそれはありませんよ。一年中売ってますから養殖のはずです。でもすごく美味しくて、多分お塩もこだわりなんだと思います。養殖してそうですからね。まあ養殖でもちゃんとした育て方というか、まあ美味しいんだろうな。塩とかにこだわってるって言ってるか。いいな。煽りでいい感じ。そうね、ちょっと煽り気味のこの構図いいよね。なんで鮎？別に鮎が有名ってわけでもないのに。こういうの外国の観光客にも受けがいいんですよ。海外だとまあ鮎はそもそもないか。こうやって魚を食べる習慣ってないかい？おまんじゅうや温泉卵はコンビニなんかでも手に入りますからね。まあ確かに。ああ、そっか。でも珍しさだけじゃなくて本当に美味しいよこれ。先ほどお昼ご飯を食べたところだけど、これなら苦もなく全部食べられる。そんなに美味しそうに食べてもらえると紹介した私としても嬉しいです。はい、本当に美味しいです。白川郷とかでもいけすに鮎を放流してる。そうなん？白川郷一回行ってみたいんだよね。日暮らしの舞台でしょ。聖地巡礼がてらに一回行ってみたいと思ってんだけど、なかなか足が向けられなくてね。遠いんだよ、奈良県から。じっとしていてくださいね。何？俺の口元に指を伸ばした日立さん。そっと撫でるように口角のあたりに触れた。皮がついてましたよ。息を飲むとはこのことやね。ありがとうございます。すいません。いや、ご褒美ね。これは夫婦。いや、まこちゃんいいですね。いいですね。すごくいいですね。おお、なんか、いい。こういうのいいな。青春って感じがして。男友達だとなんかついてるぞという忠告すらなく、気づくまで笑われていることもある。こうしているとデートのことを思い出しますね。ほう。デート？ひどい。忘れちゃったんですか？最初の頃にしたじゃないですか。したっけ？買い物はね。あれはデートというか、ただの買い物だった気がしますけど、いろいろおまけつけてもらったもんね。よく考えてみてください。親類でもない男女が一緒に夕飯のお買い物。いいじゃない。ある意味ではデートよりも色っぽくありませんか？なるほど。確かに。字面だけで考えるともはや新婚さんレベルだ。ほーら、もしかして私たち実はすごいことをしちゃったんじゃないですか？すごくいい。これが制裁か。いや、制裁ですね。魚食べたくなってきた。美味しそうだよねこれ。そうするとむしろ今はおとなしくなってるぐらいですね。それではなんてしてみますか？いいじゃな。やっぱり色気がないかもな。そんなことありませんよ。だって例えばすきあり。日立さんが突然髪をかき上げて身を乗り出してきた。まるでうなじや首筋を見せつけるようにして俺の鮎に口をつけた。くのいちさんは色仕掛けがお上手ですね。いや、本当にうまいわ。ほら、こういうのドキッとしません？する。してるんですね。いいですよ。いたずらっぽい笑みを浮かべる日立さん。思わず俺は息を飲む。
その顔が不意にふっと穏やかな笑顔に変わる。殿方とこうして並ぶなんてまるで漫画みたい。いや素晴らしい。いや魔性って感じ。いや素晴らしい、最高よ。まさか私がこんな風に過ごすなんて思っていませんでした。どうして？日立さんは可愛いし、今までにそういう経験があっても不思議はないのに。かわいいだなんて、そんなご機嫌取りはしなくていいです。いや可愛いよ、可愛いよ。言いながらごまかすように日立さんは自分の鮎をもう一口。別にご機嫌取りではなかったんだけどな。それに私は子供の頃から訓練を受けていましたから。ほう、どんな訓練？それって忍者の？はい、それと吉野様にお仕えをしていますから、同年代の殿方とは関わりがなくて。ちょっと待って、この子これまこちゃんのメインルートに入ってるあれだね。友武さんの始終関係があるからちょっとこじれそうだね。いいね。世界一かわいいよーゆかりー。いや素直になれないのかわいい。これそうだよね。きっとメインルートに入って本格的に恋愛みたいになってくると絶対素直にならないよね。いいなー。いやせつかさんかわいいよ。支えてない叫んでるそれ。いやいいよすごくいい。こんな風に殿方と二人っきりだなんてアリチさんが初めてなんですよ。もちろん父は除きますが。なんかちょっと意外です。今だって心臓がドキドキしてるんですよ。はあ、やはり忍者はいい。いや忍者かわいい、やった。あいえー、余裕しゃくしゃくって感じだけどな。さっきの鮎を食べて俺をドキドキさせた手法だって。そんな俺の視線に気づいたのか、日立さんがはにかむように笑う。あれはですね、少女漫画にあったシチュエーションです。はあ、恋愛経験なんてありません。知ってるのは少女漫画の中だけ。別の誰かの恋だけですよ。かわいい。じゃあちょっと本気で恋しちゃった時この子はどうなるんだろうね。私よりアリチさんの方こそどうなんです？俺？都会は異性交友も盛んですよね。言い方そういうのは都会とか田舎とか関係なく人によるでしょ。少なくとも俺は男友達ばっかりで女の子と仲良くなったことはないかな。だいたい女の子に慣れてないからこうして日立さんに来てもらってるんだ。むしろ田舎の方が暇つぶしの方法がないからエロばっかりだって聞いたことがあるけどな。ちなみにアリチさんはここと都会だったらやっぱり都会の方がいいですか？田舎がエロばっかり。いやー否定はできないんだよな。あっ、セーブ画面ですよ。うわーセーブ少女漫画サバゲブって何のやつだっけ？なんかのアニメだよね。これもキララ系だった気がするな。なんだっけ？貴様のリアルにしてやろうか。いやいいセリフだねそれ。田舎少年はスケベなことしか考えないのか。いや否定はできない。これはね、田舎と都会どっちがいいかって話だよね。これは都会選ぶと好感度下がりそうなんだけどどうしよっかな。どうだろうにしとこう。どうかな。向こうにいたら友武さんや日立さんみたいな女の子と出会うことすらなかったから、そういう意味ではこっちの方がいいかな。サバゲブは仲良しか。なんか仲良しのギャグ漫画かなんかがアニメ化したんだったか。なんか昔見たような覚えがあるわ。不純な動機ですね。やらしい。ああいいね、やらしいって言われたい。不純かな。むしろ男としては健全じゃない？そう開き直られるとうなずくしかありませんが、でもここでの暮らしが嫌々ながらでないのなら私としても嬉しいです。嫌じゃないよ。まあ同居生活にはまだ慣れない部分もあるけど。ではもし呪詛が解けたらどうするんですか？そっから先はそうだ、考えてないよね。でもその方法って見つかってないんだよね。
それにまずはたたり神をなんとかしないと。せめて足を引っ張らないように、できればお祓いの力になれるように。そのためのトレーニングだ。まずそこが解決しないと、その先にあることを考える余裕がない。先にしなきゃいけないことがたくさんありすぎて、まだ考えられないかな。俺よりも日立さんはどうなの？私ですか？もし呪詛が解けるとしたらしたいこととかあるんでは？私は内緒です。かわいい。少女漫画とは思えない主人公のゲドっぷりで注目されてましたね、当時。そうだよね。なんか注目されてて見たような覚えがある。ちょっと内容まで思い出せないな。ってことは、ちゃんとあるんだ。乙女の秘密ですよ。いいね。鮎を食べ終えた日立さんが俺の正面に立つ。さあ、そろそろ約束の時間です。早く行きましょう。行こう行こう。内緒って言われると妙に気になるよな。とはいえ、あんまり強く踏み込まない方がいいんだろうけど。そうだね。こっちが待たせるわけにはいかない。少し早めに着くぐらいでいいだろう。俺たちはそのまま待ち合わせの場所に向かって坂を下った。ほんと声が可愛くてずるい。いや、まこちゃんの声めっちゃいい。声も中身も超可愛いんだよ。何？走ってる音がする。その途中。どいてください！爆音。俺が振り返った直後、見知らぬ顔がそこにあって。出たな。いや、もう完全にこの子やん。パツキンやん。うわー！うわ！やったな。平衡感覚を失うほどの衝撃に突然襲われた。視界が激しく揺れる中、踏ん張ろうとした足は筋肉痛で思うように力が入らない。そのまま俺は情けなく転がるように倒れ込んでしまっていた。あ、この子か。でかーい。説明不要。バキやないかい。あれ？思ったより痛くはない。まるでクッションにでもぶつかったような。あと、なんか息苦しい。なんか柔らかい。なんかふにふにしてる。一体何が起こったんだ？自分の状況を理解した瞬間、時間が停止したような気がした。おっぱいエアバッグ？クッションだと思っていたのはおっぱいだった。隠しきれない8切れんばかりの胸の膨らみ。深い谷間に俺の顔が挟まれるように埋まっていた。いやー、素晴らしいな。またラッキースケベですね。いや、ほんと素晴らしいことですよ。女性側は普通に痛いだろ。そうだよね。主人公は助かってるけど、女の子側の方は明らかに背中からガツンいってるもんね。日本のコンテンツに触れていれば、うわー、どいてくださいは標準言語。わー、どいて、ガッシャーンやね。もう文法やね。起き上がろうとしない主人公。そろそろ起きるんじゃない？頭を振るようにして意識を取り戻す女の子。女の子意識失ってたの？やばない？同時におっぱいで挟んだままの俺に気づいて。ごめん。私の方こそすみません。平気ですか？怪我してませんか？何この子。いや、何この子って言っちゃった。大丈夫。怪我はしてない。よかった。よかっただと。そっちこそ怪我はない。平気です。だいぶ日本語がうまい。確かに。なんちゃらでーすっていう感じじゃないね。慌てて飛びのいてから倒れている女の子に手を伸ばす。ありがとうございます。よいこらせ。普通に超いい子なん？もしかして。手を引かれて起き上がる少女。やっぱりでかい。アリーチさん、大丈夫ですか？結構派手にぶつかってましたが。
どこも痛くないよ。普通に立ち上がれるし、特に痛みもない。軽い準備運動のように手や足の関節を軽く動かしてみても変化はない。これなら午後のトレーニングに影響はないだろう。そりゃ君はね。よいこらせ。そこに反応する。本当に申し訳ないでした。おー、かわいい。片言かわいい。もういいってば。あと、ありがとうございました。ありがとう？ありがとうはこういう時にも使うのですか？日本語は難しいであります。いや、かわいいな。この片言、いい感じの可愛さだね。最も完璧です。怪しい。令和最新版って感じになってるけど。ないでした。不慣れ。いや、ないでした。可愛いよ。ああ、いや、今のはかなり特殊な事例だから気にしないで。そうですか？外国からの旅行者だろうか。うまいけどどこか拙い日本語にとても大きなキャリーケース。若い女の子が一人で、あれ？もしかして。気をつけないといけませんよ。今回は無事だから良かったものの、先ほどは坂道で荷物に勢いがついて止まらなくなりまして、自分でもびっくりしたのであります。かわいいな。確かに大きな荷物ですね。お一人で観光ですか？日本には一人で来ました。でも観光ではなく留学のためでありまして。ああ、もう決まりやね。人違いならごめん。もしかしてレナ・リヒテナウアーさんじゃない？はい、そうでありますが。やっぱり。何故私の名前をご存知なので？もしや人さらい、神隠しですか？人さらいと神隠しは違うでしょ。違うってば。あと神隠しは誘拐じゃない。それでは一体。鬼隠しでもねえよ。はじめまして。俺は有地正臣と言います。俺はリヒテナウアーさんを、これなんだっけ、なんちゃらそう。これメモ取ってないんだよな。履歴画面だな。ないね。旅館まで案内するように頼まれて迎えに行くところだったんだ。私は日立真子と言います。人なそうだっけ？今日は案内のお手伝いに。そうなのですか？助かります。ありがとうございます。かわいい。大変失礼しました。改めましてレナ・リヒテナウアーであります。以後お見知りおきを。もうついていらしたんですね。でもどうして坂の上から？確かに。ちょっと待って、品戸で合ってんのかな？はい、待ち合わせの場所とは全然違うよね。少し早めに着いたので観光をしていたのですが、道に迷ってしまいまして。気づくと待ち合わせの時間が近くて、慌てて走り回っていた次第であります。いや、知らない土地でね、待ち合わせから動いて観光とかしだすともう戻れない可能性があるからね、怖いよね。それで勢いがつきすぎて荷物も止められなくなったんだ。本当に申し訳ないでした。本瀬さんありがとう。品津荘ね。品津荘。旅館の名前。旅館の名前と。ありがとう。いや、別に責めてるんじゃないから。でも、そういうことなら、俺とぶつかったのは不幸中の幸いだったかもな。それで、今からどうしようか。旅館には3時までに行けばいいって言われてるから、まだ少し時間があるけど。希望を言ってもよろしいのでしょうか？いいですよ。どうぞどうぞ。もちろんです。行きたい場所がありますか？どこ？実は私ずっと走り回っていたせいで喉がカラカラ。昼食もまだでありまして、大変お腹が空きました。この顔超かわいい。ヘナチョコかわいいぞこの子。このゲーム
女の子がみんな可愛い。あはは、じゃあどこか食事に行こうか。さっきの鮎の塩焼きとかなんか食べてばっかりだな。何か食べたいものはありますか？寿司、天ぷら、焼き鳥。寿司、天ぷら、万歳。最後だけ妙にリアルな回答だな。この顔最高。最高だよね。可愛いよね。ゆずでこういう顔を使うキャラってもっと差分を持ってる気がします。ああ、マジで楽しみだな。寿司、すき焼き、万歳失笑ってやつ。リテナウアーさんの希望に沿って店を探した結果、俺たちは寿司屋に入ることにした。ここでしたらリーズナブルですから、おうおうおう、たくさん食べても大丈夫ですよ。お寿司だ握りのセット、わさびありありでお願いします。ー。わさびありあり。はいよ。お寿司、お寿司。かわいい。お寿司が食べられるなんて感謝感電雨あられです。電気ビリビリ。惜しい感じで間違えてるな。リヒテナウアーさんはどうしてわざわざ日本に留学に？昔から日本が大好きでありましたので、レナで平気ですよ。あ、レナで平気ですか？助かります。アルファブレイドする？ちょっとこっちおいで、ポチョバソしてあるから。わさびいけるのか？海外の子だとわさびいけるのは確か珍しいのかな。でもなんで東京とかじゃなくわざわざホーリーに？それはですね、私のグレートグレートグランドファーザーがホーリーを訪れたことがあるのですよ。グレートグランドファーザー、ひいひいひいじいちゃんぐらいってこと？それっておそらく高祖父のことではないかと。おじいちゃんのおじいちゃんですね。かなり遠いね。私のおじいちゃんが日本の話をたくさん聞いたそうです。それをまた子供に伝えて、ですので一族労働みんな日本が好きですよ。一族労働みんな日本が好き。言い方。それでレナさんも日本に興味を持ってここに？はい、ホーリでは留学生の体制が整っておらず、旅館の見習いで頼み込んでようやく留学ができました。呪い関係の話で来たわけじゃないんだ。だから働きながら留学を？それに私の家は裕福ではありませんので、働きながら留学、とてもありがたい話であります。確かにね。そう考えるとめっちゃいい話だね。何か困ったことがあったら言って、力を貸すから。いつでも構いませんよ。はい、ありがとうございます。いやー、登場人物今のところ漏れなくみんないい人。えい、握りお待ち。かわいい。お寿司。ちょうど会話が一区切りした時、レナさんの目の前に出てくる握りのセット。ちなみに俺と日立さんはさすがにお腹がいっぱい。これ以上は食べられないので飲み物だけ。俺としては非常に申し訳なかったのだが、観光客が多い場所では無茶な注文も多いらしい。店の大将はよくある話だと気にすることもなく許してくれた。ああ、大将までいい人なんだけど。でかい。あ、お箸ちゃんと使えるんですね。いや、ほんとできた子だよね。家でお母さんが日本の料理を調べて作ることもありましたので、お箸も慣れたものでありますよ。料理を調べて作ることがあってもお箸を使うっていう発想まで至るのがすごいよね。だいたいフォークナイフとか使うじゃない？茶碗蒸しにカレーに雑炊、いろいろ作ってもらいましたよ。むしろスプーンで食べるものばっかりだけどね。このくらい自立できた高校生たちこそがこんな青春を送れるようになるんだなーって。いやー、んなことない。誰しも平等に青春の権利はあるから大丈夫だよ。では、いただきます。器用にお箸を使い、まずは卵を持ち上げるレナさん。そしておー、かわいい。ほんのり甘くて美味しいですね。いや、この表情コロコロ変わんのいいね。喜んでもらえてよかった。権利消し飛んだでしょ。大丈夫、僕も当の昔に権利は消し飛んどる。ありがとうございます、マッコ。
笑顔のレナさんはそのままウニの軍艦巻きに箸を伸ばす。これも美味しいですね。これは何という魚ですか？ウニ。それはウニだね。魚ではないんだけど、英語だとなんだっけ？ UNI？ ウニ？ウニは英語でなんだろうね。聞いたことないな。確かシーアーチン。本当に聞いたことないやつ。シーアーチン。ああ、聞いたことはあります。イタリアの方でも食べられていますね。イタリアでもウニってあるんだ。奴らにはない権利を利用して酒を飲むか。いや、飲んでくれ飲んでくれ。僕は今酒を飲む権利さえ剥奪されてシラフでやっとるよ。多分それ。こんなに美味しいものだったんですね。素晴らしいです。ウニが好きかい。いいね。それでは次はこれ知ってます。イカですね。すごいね。これ知ってます。イカですねって超可愛くない？こういうシチュードキドキする。こういうシチュー。この外国人のことをお寿司に行くっていうシチュエーション。機嫌よく続けてイカも食べるレナさん。あ、わさびかい？まあ、あっちはあっちで地中海というチート海産。確かに。チート海洋産地があるもんね。確かに地中海は強いよな。異文化交流にドキドキするかい？で、わさびかい？突然その顔がびっしりと固まってしまった。その顔が真っ赤になり、その目からは軽く涙を流し始めた。とても美味しいです。 Holy shit! Very spicy! スパイシー。わさびはスパイシーでいいのか？ベリーホットではないもんね。全然美味しそうには見えないけど。もしかしてわさびダメでした？でもわさびありってレナさんが言ったよね。平気です。いや、泣いてるよね。これは心の汗ですので気にしないでください。心の汗っていう表現を知ってるのがすごい。すまんな、変な刺激物食べる国で。そうだね。日本は変な刺激。いやでも海外だってチリソースとかそんな感じじゃない？鼻に来る初体験。いやでもね、確かにわさびからしの鼻に来る感覚って他はないもんね。そう言って今度はマグロを食べて。これは目汁だ。涙ではない。それを涙って言うんだよ。てかもうサビ抜きにしてあげて。椅子に座ったままバタバタと暴れもだえ苦しむレナさん。そうしてひとしきり苦しんでから顔を上げて、美味しいのであります。なんていい子。鼻から息を吸うんだ。あ、わさびのツンってした時鼻から息吸うといいの。僕もあんまりわさび食べないので。一応西洋わさび聞いたことない。だいぶ違うんだ。だから泣きながら言われても、わさび抜きを頼み直した方が良さそうですね。いや、そうしてあげて。ほら、無理せずに。その残りは俺たちが食べておくから。すみません。優しいな、主人公。いや、まこちゃんもだけど。そんなこんなで騒がしくしながらもお寿司を食べ終え満足した様子のレナさん。他にもやりたいことはあるらしいが時間も迫っている。後日付き合うことにしてそのまま、シナツ荘へ向かった。ここがシナツ荘だよ。とても素敵でありますね。そうでしょう。ちょっと待ってて、人を呼んでくるから。すいません。はい、すぐに参ります。おかみ。お待たせいたしました。あ、正臣さん、大旦那さんですね。少々お待ちください。違うこともないのか。そっちもなんですけど、先に一つありまして。新しい従業員の人を案内してきました。じいちゃんに頼まれていて。そうだったんですか。お忙しい中お手数をおかけいたしました。ありがとうございます。日本わさびってやっぱりすりおろすと鼻にダイレクトアタックしてくる印象。いや、自分であんまり食べないだけで知識としては知ってます。すりおろした直後はそんなにツンと来ないらしいね。
深々と一礼をしてから猪谷さんがレナさんに向き直る。はじめまして。シナツ荘の女将猪谷素子と言います。レナ・リヒテナウアーです。今日からお世話になります、素子さん。旅館では女将と呼んでください。多分酸化なのかな。すりたてだとやっぱり風味、辛みっていうよりもこうわさびのいい風味だけ残るとはよく聞くよね。わかりました。女将。翔太の寿司でやってたな。あ、やべ。僕の知識の源がバレてしまった。ん？ああ、もう来ていたのか、正臣。来たよ、連れてきたよ、レナちゃん。ああ、うん、ちゃんと案内してきたよ。こちらがレナ・リヒテナウアーさん。鞍馬源十郎だ。よろしく頼む。こちらはシナツ荘の大旦那さんです。雇い主やね。レナ・リヒテナウアーであります。よろしくお願いいたします。うん、ちゃんと挨拶できて偉いね。てか、挨拶しっかりしてるね。期待をしているよ。私頑張ります。いや、でもこんな子旅館にいたら嬉しいよな。だってさ、フラットというか、予約してさ、旅行に行って旅館に泊まってこういう従業員さんいたら、お、いいねってならない？それから正臣、真子、案内をしてくれてありがとうございました。厚く御礼申し上げます。すごい。違う。耳でしか聞いてなかったから、今、勘違いするとこだった。厚く御礼申し上げます言うてるから。すごい絶妙な間違え方だ。お礼って言いたかったんだろうけど。お気になさらず、今後ともよろしくお願いしますね。こちらこ正臣、彼女の荷物を部屋まで運べ。あの大きさでは大変だろう。まあおじいちゃん、まあそうだよね。見習いって言うほど客前に出れるんです。どうだろうね。1週間ぐらいみっちり、研修すれば多分人前というかお客さんに、まあちょっと何かお出しするぐらいはするんじゃないかな。わかった。じいちゃんの言葉にうなずいた俺は日立さんに顔を向ける。今日はありがとう、日立さん。いえいえ。俺はじいちゃんに用事があってもう少しここに残るから、買い物に戻ってくれて大丈夫だよ。あとは俺だけでも心配ない。買い物に戻ってくれて大丈夫だよってちょっと冷たい言い方するね。わかりました。それでは私はここで。あ、かわいいな。ありがとうございました、真子。お役に立てたならよかったです。さあ、じいちゃんに用事は訓練かな。よいしょっと。憧れていた和式、素晴らしいです。たたりのある部屋最高です。和式っていう言い方がいいね。ポケモンのもういい、戻れあれ冷たい言い方だよね。よくやった、戻れもあったんだっけ。勇気あるな。俺には無理かも。正臣はたたりが嫌いですか？そりゃ好きじゃないよ。畳ね、畳。畳は好きだけど、たたりは嫌いだな。たたり？たたり？畳。たたみ。かわいい。畳。たたき。違う。そこはたたりじゃないのかよ。俺の言葉に不思議そうに小首をかしげている。まあ、たたりよりたたきの方がマシか。たる。アトリエな。今でもアトリエってたるって言うの？たたりって外で言わないで。シナツ荘にとってどえらい風評被害になるから。確かに。シャレになってないね。お、ふみんさんいたのか君。言うよ。ありがとう、ありがとう。ね、マリーとかマリー、エリー、リリーとかはね、しっかりやったんで、たる。あと、ロロナとかもしっかり言うのは知ってんだけど、ほんと最新のやつまで触ってないからさ。そうか、言うんだね、ちゃんと。嬉しいね。ちゃんと伝統で残ってんだ。ダメでありますか？畳がちゃんと発音をできるようになってからね。たたり。難しい。畳に布団を敷いて寝るのって大丈夫？はい、この感触は素敵です。それに柔ら
らかな感じがして、まるで部屋全体が芸術のようです。ほう、海外の人が和室に入るとそういう印象になるのかね。まあ、日本人が海外のがっつり洋風の部屋に入った時にすごい印象がいいのと同じ感じかな。うっとりしているレナさん。その様子からわかるぐらい本当に日本が好きなんだろうな。リヒテナウアーさん、なんでありましょう。コラボ作品で呂布が「たる!」っていうの笑ったらそんなんしてんの。早速ですが、旅館の中や仕事の内容について説明しておきたいのですが、大丈夫ですか？あー、でもあれか、コラボ作品ってレスレリアーナか。じゃあやってないな。日本なんて和室界隈って別称みたいな。あ、そう、和室界隈なんていう言葉があんの。怖っ。お仕事ですね。御意、それがし精一杯精進する所存でありますれば、何卒吉野にお願い近まち。捕まっちゃう。かわいい。いえ、お願い近まちります。あれ、お願いつかまつります。だね。日本語も勉強してもらった方が良さそうですね。いやー、まあ言い回しが今のは難しいよ。光栄オールスター無双だとそんなものが。私の日本語ダメでありましょうか。丁寧に喋ろうとしている努力はわかりますが、お願いちかまあら。つかまつるなどの言葉遣いをする人はほとんどいません。おかみ参上つかまつりやね。おかみが噛んだ。そうでありまするか。とはいえ、日常生活を送る上では問題ありません。むしろ堪能でしょう。すぐに慣れることができると思いますよ。一緒に頑張りましょ優しいね、おかみ。ギョイも言わない言わなう。い。ですからそういう部分がいえ、それは今後ということで、いや、超優しいおかみ。よろしくお願いします、リヒテナウアーさん。これはこれでウケそうなんだけどね。ギョイとか言ってると。こちらこそよろしくお願い近まち。また言ってる。お願い近まちります。捕まっちょります。もうそれで通すの？猪谷さんの指摘にもくじける様子のないレナさん。明るい笑顔で気合を入れている。俺も負けないようにじいちゃんとのトレーニングを頑張ろう。今日こそ1本ぐらいは。200年ほど時代を勘違いして日本語喋る外国人いるか。そんな、まあそうそうおらんわな。おじいちゃん気合めっちゃ入ってますけど。痛い！人間気合だけじゃ乗り切れないこともあるもんだ。終わりかい。洗練版価。お、レナちゃんが増えたね。これで全員かな。もう一人ぐらい増えそうなスペースはあるけど。今日もうちょっとだけ続けるね。まだ寝てるのかな。どうでしょう。さすがにもう起きていらっしゃると思いますが。あら、ボコボコにされたから寝込んじゃった。足音が。あれ、今日は村雨ちゃん起こしてくれなかったの？すいません、遅くなりました。そんなに慌てなくても大丈夫だよ。まだ遅刻するような時間じゃないからね。何時ぐらいなんかね。でもお待たせしてしまって本当に申し訳ありません。今日もですか？あ、怒ってるー。あ、本当にごめん。別に謝ってもらう必要はありませんが、ここのところ多いですよね。怖いよ。すいません。別に謝ってもらう必要はありませんが。もう話しといた方がいいんじゃないの？言われてみれば確かに、どれのことだろう。ごめん、わかんないや。どれのことだったんだろう。最近また友武さんの雰囲気が冷たい気がする。修羅場か？どうだろう。修羅場じゃないといいんだけど。とはいえ、その理由は俺の方にあるから文句は言えない。友武さんが言った通り、時間に遅れたりすることが増えたからな。あ、村雨ちゃんが起こしに来てくれないって話。はい、どうぞ。朝食です。
そう、ちゃんと話さないからおこなんだよね。ありがとう、日立さん。俺はおとなしく朝食を食べ、そのまま学院に向かうことにした。レナ・リヒテナウアーと申します。気軽にレナって呼んでください。これ一緒の制服かい？なんか漢字が違うんだけど。子供の頃から日本に憧れていました。夢が叶ってとても嬉しいです。うん、この顔かわいいね。至らぬところも多々ありましょうが、よろしくお願いいたします。いや、表情がいいな。アウターのサイズが合わなくて調整中。あー、そういうこと？素晴らしいね。あらわになっとるやないかい。週が明けた月曜日の教室。朝のホームルームでレナさんは元気よく挨拶をする。そしてその目が俺や日立さんを見つけ、嬉しそうに笑う。かわいい。入らなかった。やっぱり入らなかったってこと？素晴らしいことですね。小さく手を振ってきたので目立たない程度に軽く振り返す。いいね。リヒテナウアーさんは旅館で働きながら留学をしているそうです。困っていることがあればちゃんと力を貸してあげてくださいね。よろしくお願いいたします。この感じの子に意地悪するような子はいないでしょう。ここの生活はどう？日本の部屋はたたりが素晴らしく、お世話になる宿には怨念も湧いていて、とても素敵で楽しいです。ダメ。まずいですよ。たたりが素晴らしく怨念が湧いてるって。たたりに怨念？実にまずいですよ。とっても気持ちいいですよ。気になる方はシナツ荘に泊まりに来てくださいませ。さすがに察してはくれるだろうけどね。シナツ荘？いや、察してくれなそう。あのシナツ荘？もしかして本物が出るの？そういえばまたしばらく言ってなかったな。ごめんなさい。ここでちょっとゲームを止めますが、今ご覧になられてる皆様ですね、高評価ボタンもしポチッとまだしてくださってない方がいるのであれば、高評価ボタンをちょっと一発ポチッと押しておいてもらえると嬉しいです。あと、もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録も合わせてしていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。では続きやっていきます。失礼しました。んなわけないだろ。出るならもっと噂になって宿を畳んでるっつーの。確かにな。言い方よ。でもレンタロク子供の頃から出入りしてるけど一度も見たことないぞ。じゃあ普通に言い間違いか。そこ実際村雨ちゃんはいるもんね。そんな心霊現象が出てあんなに嬉しそうにしてるとは思えないしな。確かにそれはそう。Not エンカウントゴーストですよ。まだエンカウントしてないだけだからね。生徒数は1学年2、30の学校はいじめとかあんまり発生しない。1学年2、30だとそうか。他の学年もあると、でもどうなんだろうな。けど、まさか留学生が働く時代が来るとはな。留学して働く高校生って確かに聞いたことはないよね。これからそういう人も増えるんじゃねえの？外国からの客も増える一方だしよ。うちも英語に堪能な人を雇うとか話してたわ。そういえばやっぱ海外、英語が喋れるとやっぱ強いんだよね。日本語は拙いかもしれませんが、ちゃんと勉強していきますのでよろしくお願いいたします。とってもいい子。十分上手だよ。でもお上には怒られてばかりでありますよ。怒られるっていうほどじゃないと思うんだけどね。うちも旅館だからわかんないことがあったら教えてあげるよ。すごいな。旅館の子が他にもいるんだ。誠でありますか？よろしくお願いいたします。誠でありますか。かわいいな。この調子なら俺が気を揉む必要もなくすぐに打ち解けることができそうだ。むしろ俺よりも仲良くなりそうなぐらい。質問はそこまで。何か気になることがある場合は休憩時間にしてください。はーい。旅館だけしか産業ないんか。いや、そんなことない。ロカネーの家ちゃんと喫茶店だから。休憩時間になるとレナさんは日立さんに駆け寄った。トキヤさんこんなすです。よろしく。前回の続きから新キャラが出たりして、新キャラがね、主人公のおじいちゃんの家の旅館を手伝うっていうので留学しながら働いて、で今その留学生同級生なのでその子と一緒に学校にいるところですね。
日立さんのそばには当然友武さんがおり、そんな3人を囲うように女子たちが集まる。俺が転入した時とは大違いだ。そうか、まあ、男が転入してきた時とはちょっと話が違うのかな。こんな風にワイワイすることもなく、静かに受け入れられたからな。静かだったんだ。同じクラスになれてとても嬉しいです。いや、でもこんなパツキンのパイオツ海嶺が入ってきたら、それはもう大人気よ。ちょっとつまみ買ってこようかな。行ってらっしゃい。気をつけて行ってきてね。夜、もうかなりの時間だからね。あと寒いからね。私もです。と言ってもクラスは一つしかありませんから、同じになるのは当然なのですが。まあ一クラスやとどうしてもね、転入生来てもそうなるよね。レナちゃんのこと知ってるの？先日レナさんがここを訪れた時に街の案内をしまして、隣どころか学校中から見に来る。学校中から見に来てもここ確か100人ぐらいなんだよね。その人がアリチさんがおっしゃっていた方ですか？そうそう、1クラス3学年1クラスで100人ぐらいなのかな。だから改めてよろしくお願いいたしますね、マコ。手を伸ばして握手を求めるレナさん。日立さんもにこやかにその手を握り返す。はい、よろしくお願いいたします。いやー、いいね。素晴らしい。小野のりこだよ。素晴らしい空間になってきた。新キャラ私は柳生増える。まずいですよ。頭が追いつかないぞ。他の皆様もどうぞよろしくお願いいたします。さすがにメモ取ってないけど大丈夫だよね。レナさんはみんなと握手を交わしていく。そうして挨拶をしていく中で、レナさんは友武さんの前に立った。はじめまして、おレナリヒテナウアーと申します。バチバチしないでよ。はじめまして、友武吉野と言います。よろしくお願いします。よかったなんともなさそう。同じように手を伸ばすレナさん。友武さんは少し頬をあからめながらもその手を握り返し、おっ違う、バチバチしないでよとは言ったけど、そういう物理的なバチバチではない。吉野様、どうかされたんですか？いえ、ちょっと静電気でビリッとしただけ。静電気？いや、ちょっと待てよ。これ、設定上の何かあるよね。ビリッときて。悪魔払い的なやつか、イレナちゃんは。それとも、びっくりしました。でもそうか。たたりの力に反応してるんだったら、払う側の力がなんかあんのかな？では、改めて。どうなる？少しビクビクしながら手を伸ばす友武さん。今度は何の問題もなく握手が交わされる。よろしくお願いします。エクソシスト。反発力。30% の確率で麻痺させる特性。やばいな。ポケモンかい。よろしくお願いいたしますね、吉野。おや？どうした？友武、もしかしてあら、ホーリのお姫様ですか？ご存知ですか？あれ、レナちゃんが巫女姫様のことを知ってるの？おじいちゃんのおじいちゃんから聞いてるのかな？マコが教えていたの？いや、そんな話はしてないよ。いえ、特に説明はしていないはずですが。おじいちゃんから聞きました。おじいちゃんはおじいちゃんのおじいちゃんから聞いたそうです。そうだね。特殊技で倒しちゃダメだよ。倒しちゃダメ。優しくしてあげて。そうでしたね。レナさんの高祖父はホーリで暮らしたことがあるんでしたね。その時に知り合ったんだよね、きっと。その友武の家と。その時になんかあったんだろうね。案内をしながらいろいろと教えてもらった中にそんな話があったな。レナさんの高祖父は日本人で何か勉強のためにホーリに訪れていたのだと。マジでエクソシストの可能性あるな。そしてこの地で高祖母と運命的な出会いをして結婚したとか、そこまで。それ友武の家だったりすんの？でもやっぱり外国の人は違うよね。特にデコボコとか。デコボコですか？デコもボコもですか？確かに。特に俺を衝撃から守ってくれたおっぱい。同じ学院の制服に身を包みながらも、ボレロは腰に巻きつけるというアレンジ。いやー、腰に巻いてんだ。おー、いいですね。そしてこのスカートが可愛いんだよな。
そのおかげで胸の主張がすごい。谷間が強調されてる分、昨日よりも存在感を感じるかも。いや、すごいよ、これは。立派なもんだ。ちゃんと着ないの？この作品、血筋にきちんと重要な意味がありそうで、何かありそう。まあ、絶対、何もなくバチッとはさせないもんね。そうしたいのは山々ですが、胸が窮屈でして、わ、リボンもすぐにほどけてしまうのです。わお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 。ちょっと嫌味に聞こえなくもないけど、そのサイズだもんね。納得せざるを得ない。アメリカンサイズ。上着を腰に巻いてるの好き。わかるんだよな。わかるんだよな、それ。とにかくその方がいたからここに留学をしに来たんですね。ですよ。私、お姫様にとても失礼な言葉遣いを。いや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 、普通に学生やからね。大丈夫だよ。大変失礼をいたしました。今後とも何卒吉名にお願い申し上げ、ちかまちりましゅる。ちかまちりまちる。かわいい。女の子の全身をちゃんと見せてくれるのはありがたい。制服姿は魅力的だもんな。そうなんだよね。もう本当に私服の全身がないけど、制服だけは全身見せてくるの、なんかこうフェチを感じるね。お姫様なんてずっと昔の話です。そんなにへりくだる必要はありませんよ。そうかい？そうなのですか？まあこうして机を並べて一緒に勉強してるぐらいだから。まあそれはそうなんよな。家柄がいいっていうだけで普通に女子高生だもんね。さすがに失礼なことはしちゃダメだけどね。わかりました。うん。レナさんは本当に日本語が上手ですね。ほんとね、ちゃんと伝えるべきことを伝えられてるのはすごいよね。そうですか？お上には怒られてばかりなのですが、また言ってる。怒られてないって大丈夫だよ。日本語もお上から教わり直している最中でありまして。もしかしてあれかい？正臣がいないところではガンガン怒ってるタイプかい？おかみ。旅館で働くなら確かに厳しいかもね。まあしっかりとしたところだと、格式高いところだとそうなるか。お上怖いです。怖いんだ。ガタガタと震えるレナさん。猪谷さんってそんなに怖いのか。でも想像以上に日本は素敵なところです。たたりに怨念最高です。やめて、それはダメだよ。たたりに怨念はダメ。畳と温泉ね。そう、仕事はしっかり厳しいタイプっぽいね。まあ、そんなわーって怒ったりはしないんだろうけどね。それはダメですよってすごい細かに言ってくるんだろうね。なんか変な部分だけおかしいね。そりゃ厳しくもされるか。まあたたりに怨念は多分絶対言っちゃダメなタイプだもんね、ここの地域から。あとお寿司も美味しかったです。それいいね。そうなんだ。レナちゃんってわさびは大丈夫なの？なんて答えるかな。わさびわさびぐらいへっちゃらですとも。可愛い感じに答えてきたね。いいよいいよ。すでに涙目になってるよ。バレとる。苦手なら苦手って言ってくれていいのに。平気です、わさびは日本の情緒、受け入れられます。心の汗は出てしまいますが。無理して食べるもんじゃないから大丈夫だよ、わさびは。一応言っておきますと、わびさびとわさびは全く違うものですよ。それを勘違いしてんの、レナちゃんは。ほな、涙巻きを一貫。死ぬ。あんなん食べたら死んでしまうよ。なんですとそこ勘違いしてたんだ。サビ抜きで食べる人も多いですよ。そう、教えてあげて。私はサビ抜きの方が好き。テレコナスもサビ抜きの方が好き。なんとそのような事実が。わさびを抜いてよかっただなんて。ファッキンわさび。ファッキンわさび。ファッキンわさびは初めて聞いたな。涙巻き食べてみたい。本当？怖すぎるんだけど。
わさび食べれるようになったのここ数年だからね、僕。まだね、わさび初心者なんですよ。さっきの読んでなかったか。アップログ画面でありますよ。そんな声を震わせるほど悔しがらなくても。なんて女の子のやりとりをぼーっと眺めていると、いつの間にかレンタロウがそばに立っていた。まずい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 。獣が立っとるよ。ファッキンわさび。なんか楽しそうだな。おお、来るんじゃねえ来るんじゃない。お前、じいちゃんに言われてあの子を案内したんだよな。そうですが、そうだな。いいなあ、俺が案内したかったな。じいちゃん、なんで俺に言ってくれなかったんだろなんでやと思う？う。もし案内させてくれたら今頃は。うん、そういうとこやぞ。男子制服、確かに男子制服も大概すごいね。珍しい。お前がそうやっていつも女の子の尻ばっかり追いかけてるからだってさ。旅館の宿泊客にまで手を出したんだって。かなり怒ってたぞ。あ、やっぱその件まだ持ち出せいや、そりゃそうよ。この先もずっと忘れてはもらえないと思うぞ。マジか。まあ、レナさんならすぐに友達として普通に仲良くなれると思うぞ。そうだといいんだけどな。いや、まあ、向こうがね、すごい好意的だからね、誰にでも。なんかあんのこれ。ため息を吐きながらレンタロウはレナさんに視線を向ける。だが、その瞬間、その周囲から冷たい視線が返された。やだー、クラマくんが見てる。なるほどね。きっとレナちゃんのこと狙ってるのよ。気をつけて。クラマくんは女たらしの遊び人だから。あ、もうダメだ。もうダメだ。こうなるともうダメだ。女たらし何ですか？なんて言えばいいか。特会引っかい恋人を変えたり、あ二人と同時にもうダメだ。付き合うような人のことだよ。クラスでこの噂が立ったらもうダメだ。先輩が泣くくらいのわさび巻きを美味しく食べてしまって上司に被害を出したことがあります。まずいまずいまずい。上司に被害が出たらまずいな。グエーってなっちゃった。そう、噂で大臣賞が決定しちゃったよ。もうダメだ。おお、把握しました。女たらし、私覚えました。おう、地位覚えたやってる。覚えたのはいいけどちゃんと警戒してね。気をつけてね。クラマくんの毒牙にかからないように。はい、ありがとうございます。うん、礼儀正しい。よき。のりことかいうモブの声、千本木彩香。千本木彩香は誰だ？彩香さんがわかんない。第一印象がおしまいですね。もう無理だよ。レンタロウくん最低。違う、誤解だ。俺は決して二股はかけてない。あれは尾ひれがついてるだけ。それは偉いといえば偉い。でも噂の元になる行動はあったんだろ？それはだな。あったんだね。もう助からない。もしかしてお前、いとこに何も言ってなかったのか？もう助からないぞ。正直に言っちまえよ。いとこ相手に取り繕う必要もないだろ。みんな知ってる話なんだから。なんだ、まだ名前覚えてなかったのか。また登場人物名前増えるかい？わさび慣れるとあれなしじゃ生きられなくなる。そんなに？なんかわさび好きな人みんなそう言うんだよな。怖いな。あんまり話はしてなかったしな。俺はタミヤ忠興。うわー、増えた。大平和豊。今度は忘れるなよ。ごめん。なんか覚えられる自信があんまりない。有地正臣、改めてよろしく。よろしくな。よろしくね。クラマがなんで女子に毛嫌いされているのかといえばだ。どうしたの？何やったの？言えば？昔クラスの女子と付き合ってたんだ。けど少ししたらすぐに別れることになったわけ。それはまあ普通のことだと思うけど。別れて1週間後、いや2日後にまた誰かと付き合ったとか、そんな話？わさビーフとかも定期的に食べたくなる。わさビーフか。1回食べたけどギリギリ食べれたな。あれはギリギリだった。問題はその後だ。こいつまたクラスの女子と付き合いやがった。いや、もうそれくらいなら普通じゃない？つまり同じクラスの女子な。
しかも別れた翌日から。それはやっちゃいましたね。翌日はまずいですよ。もうちょっとおとなしくしようか。迷惑な修羅場メーカーだな、お前。言っとくけど本当に二股じゃないからな。時期はかぶってないからな。時期はかぶってない。本当か？いや、まあ本当かな。じゃあ、それが本当だとして、別れて、次の日に、付き合ってくださいって言ったってことでしょ。すごいな。おかげで元カノと今カノが教室の中で対立。ギスギスしてあわ。わさビーフギリギリなのは普通のわさびつらい。そうなんだよね。結構ね、普通のわさびもきついわ。女稲子って呼ばれんの？こうやってこれやると。怖すぎる。めちゃモテやけどね。普通そんなことするかね。その二人今もこの教室で一緒に勉強してるんだぜ。やだー、怖いよー。うわー、めんどくせえ。でも結局新しい彼女ともすぐに別れてさ。そしたらコロッと手のひらを返して女子たちが結託しちゃってさ。危ない。怖いよ。超怖いよ。女の子側もどうなんだ。いや、実際それはそう。クラマの悪口で盛り上がること。いやー、女子怖え。気づいたら俺だけが悪者になって学院中の女子から毛嫌いされてたんだ。いや、これはちょっと2人目の女の子の方にも原因がある気はするね。確かに。こうなることは目に見えてたんじゃないのかい？そりゃ仕方ない。自業自得だ。時期はかぶってないから大丈夫だと思ったんだよ。なんで思ったんだよ。翌日はまずいでしょ。お前のメンタルはタングステン並みだな。タングステンか。いやいや、俺だって反省したんだぞ。ガッチガチやないか。どんな風に？修羅場を作らないために外からの観光客だけを相手にするようにした。すごいプレイボーイ。レンタロウの自業自得だと思うんですけど、いや、まあそうであるのは間違いないんだけどね。どっちから告ったかによるのはそれはそう。でもこの感じだとレンタロウから言ったんだろうな。それ反省って言わないから。誰彼構わず声をかけまくるから余計に悪評が立つんだよ。いや、まあもうでも彼も開き直ってんだろうね。外からの観光客だったらね、もうこれ以上評判が落ちることもないだろうしね。もしかしてクラスだけじゃなくて学院中で有名？っていうか割と街中か。まずいですよ。小春の態度にも納得。道理であれだけ嫌われてるわけだ。お前な、今更俺が言うことはないだろうけど、ただしレナちゃんがじいちゃんのところで働いてることを忘れるなよ。それは確かに手出したらやばい。殺されるぞ。八方手を尽くしてようやく見つけた従業員らしいから何かしたら大激怒だろうな。確かにそうかも。はあ、あんなに可愛い女の子を目の前にしながら何もできないとは。いや、かなりやってんね、これは。お前絶対反省してないだろ。教室の空気を悪くするのはやめろよ。こっちまで迷惑なんだから。これでもそのおそらくこのゲーム純愛ゲームだとは思うんですよ。純愛ゲームじゃなかったらレンタロウくん絡んでくるシナリオとかもあんのかな。ちょっとそれはそれで見てみたい。ワクワクするね。してるって。お前は放っておいたら巫女姫様にも粉をかけそうだからな。もうやりそう。あ、巫女姫様といえばずっと気になってたんだけど、アリチって巫女姫様と親しくないか？やべ。あ、それは思ってた。まずいですよ。流れ変わったよ。まずい流れになった。そうか？前からちょっと気にはなってたんだよ。割と巫女姫様と気軽に話してるからさ。まあそれはね、なぜかっていう話はしてないもんね。それはほら、俺が育ったのはホーリじゃないから巫女姫様って言われても正直ピンとこなくて。それはそうだけど、何か気になることでもあるのか？巫女姫様の家は由緒正しいんだよ。だからさ、あれぐらいの年に婚約者がいるのが普通なんだって。
母ちゃんが言ってた。それはこの間話に出たもんね。俺んとこの母ちゃんも言ってたぞ。学院卒業する頃には結婚して子供を産む人もいるんだとさ。うん、お父さんが言ってたね。へえ。婚約者に関しては安春さんも言ってたな。子供を産むのも普通というのは初めて聞いたけど。だからもしかしてアリチがとか思ったんだけど。危ないよ。クラス全員からボコられる対象になってしまう。レンタロウと一緒にいとこだから余計やっぱりそういう地かとか言われちゃうよ。お、スラックさん外寒かったぜ。おかえり。風邪ひかないでね。やっぱないよな。ああ、よかった。誤解は解けたようだね。誤解じゃないんだけどね。アリチが婚約者だなんてないよな。アリチじゃ不釣り合いだよな。君らもまだ出会って数週間の男になんてことを言うんや。当たり前だろ。何言ってんだよ。巫女姫様の婚約者がアリチなんてありえないって。バレた時が怖いなこれ。お前ら本人を目の前にしてよく言えるな。あ、でもまあそういうところはちゃんとわかる子たちなんだね。よかった。俺よりよっぽど失礼だと思うぞ。違うんだアリチ。決してバカにしてるつもりはないんだ。悪い。本当にござるか？俺らの中で巫女姫様の婚約者になれるのは完璧な人間っていう理想像があってさ。ほう、理想像。そうじゃないと悔しいって話？そう。まあその気持ちはわかるから、自分でも不釣り合いだとは思ってる。それよりもさ、都会ってやっぱ違うものなのか？何が違うの？違うって何が？こうパンツ見えそうなぐらいスカートの短い女子とか。はい。パンツ見えそうなぐらいスカートの短い女子はね、実在しますね。エロくて薄い本がそこら辺で売られてるとか。それはそう。今時どこでもそうでしょ。たまにいたな、見えそうな女子が。でもあれ割とギリギリ見えないもんだぞ。なんだ、そうなのか。昔ね、カラオケに先輩とね遊びに行った時に、このカラオケの受付がね1階だったんですよ。で2階のお部屋が結構大きくたくさんあって、大体2階に通されるみたいな部屋の作りのカラオケルームだったんですけど、そこのね受付してる最中に階段がねもう受付の目の前にあったんですけど、あちらのお部屋ですって言われて階段の上見たら、もうがっつりミニスカートの女の子が歩いてましたね、階段の上で。はい、見えましたよね。別に田舎でも存在するミニスカ、まあ存在はするけどね。田舎の方がスカート短いっていう検証結果もあった気がするね。ふんぞりさん、こちとらバッケン種映像。バッケンか、かっこいいな。でも生足がたくさんってのはいいな。ここいらだと割と隠れてたりするし、私服は特に。ほう。まあ私服和服だもんね。それに薄い本を売ってる店はあるけど、コンビニみたいにたくさんあるわけでもないぞ。なんだ、そうなのか。いやでもそういう店にすぐに行けるのはいいよな。インターネットでいいんじゃないかな。実際に見てしまうとなんか罪悪感に駆られるパンチラ。そうかな。おっと、チャイムだ。本当にごめんな。これがチャイムなんだか。なんかおしゃれやな。じゃまた後でな。俺も戻らないと。戻らないと、席にね。そう言って3人は自分の席に戻っていく。席についてください。授業を始めますよ。これ高校だけど先生1人なのかな？小学校スタイルで勉強教えてる？ってことはかなりのスペシャリストなんだけど。そうして授業が始まると、さすがに先ほどまでの喧騒はなくなり静かなものだ。そして平安時代の末期から鎌倉時代にかけて仏教の変革がもたらされるわけです。すごいな、歴史の授業。ふんぞりさん、エロくて熱い本を買え。エロくて熱い本か。なんだろうな、アンスリウムかな。先生が日本史の説明を黒板に書き込んでいく。そういえば他の教科はまだしも日本史なんてレナさんはこれまで習ったことがないだろう。大丈夫かな。そう思って視線を向けてみると、おー、すごいね、しっかり理解してる。
なんか目を輝かせて食い入るように授業を受けていた。そういえば日本が好きなんだっけ。細かいことが分からなくても日本のことが学べて嬉しいのかもしれない。そんなレナさんとは対照的に、浄土宗、浄土真宗、慈宗、法華宗、臨済宗、曹洞宗、この6つの宗派が鎌倉新仏教と言われていますが、がっつり歴史やな。これらはもう少し後の時代のことですので、後日改めて説明しましょう。ああ、眠い。トレーニングで早起きをする分ちゃんと早く寝るようにしているけど、それでもやっぱり授業中は眠い。先生がひたすら説明しているような授業は特に。ダメだと思いつつもどうしてもあくびが止まらない。まぶたも重くて頭がぼーっとしてきて。有地くん、有地正臣くん、はい。調子が悪いんですか？怒られ、普通に怒られとる。いえ、そういうわけではありません。でしたら授業には集中するように。はい、すいません。今完全に落ちそうだった。いかん、もっとしっかりしないと。軽く自分の頬を叩いて気合を入れるが、やっぱり眠い。この程度じゃダメだ。後で顔でも洗おう。ダメですよ、正臣。授業はちゃんと聞かないと。ごめんなさい。それは分かってるんだけどね。昼休みになり、レナさんがからかい半分で声をかけてきた。お疲れですか？まあ、朝の特訓がね、エナドリ決めなきゃ。エナドリはね、気をつけた方がいいよ。僕一時仕事でお疲れの時期があってね、レッドブルを1日2缶飲み続けてた時期があるんですけど、その時期にね、健康診断を受けたら、やっぱ肝臓がね、再検査出ましたね。で、まず健康診断で再検査出たんですけど、その再検査出たので、エナドリ飲むのやめたら、一発で再検査なくなったので、エナドリもそっからほとんど飲まなくなりましたね。いや、本当に眠いやばいっていう時ぐらいしか飲まなくなりました。本当にエナドリ気をつけてね。よくやばいやばいとは言われるけど、多分あれ本当にやばいから。カフェイン中毒マジでやばい。いや、本当にやばいよ。エナドリを体を削る前借りよ。そうなんだよな。みんな気をつけてね。で、何ちょっと寝不足気味ではあるかも。睡眠はとても重要ですよ。それはそう。こんな時間に配信しといてなんだけど。今後はちゃんと生活を見直そうと思う。エナドリ数本ライフは本当にまずい。ほんとそう。1日1本もまずい。週1本ぐらいがいいと思うよ。モンエナ500月48本飲んでたらやばかったのかも。いや、本当にやばい。やめた方がいい。やめた方がいいよ。もう本当にこれだけはね、警鐘を鳴らしておきます。自分自身の体で身をもって知ったからね。エナドリは週1本ぐらいにしておきましょう。本当にやばい時だけ。それがいいと思いますよ。ほら、レナちゃんもそう言ってる。おーい、まさみ、昼飯食べようぜ。お、みんなでご飯かい？レナさん、こいつは。はい、女たらしで遊び人のレンタロウですね。なんてこった。頼むから、その噂を鵜呑みにするのはやめてくれ。冗談ですよ。クラスのみんなに言われる前からレンタロウのことは知ってましたよ。噂かな？味に中毒性があるのがやばい。そうなんだよね。エナドリ普通にジュースとして美味しいんだよね。まあ、そうなってくると、まあ糖分も多いって話なんだけど、検診に引っかからないように1週間前から調整するようになる。いや、それはそう。死ぬぞ。そうなの？噂はかねがね、大旦那さんからいろいろとお聞きしていますので。ああ、じいちゃん。まあ、じいちゃんからもそりゃ警告はするよね。じいちゃんから。ろくな話じゃないんだろうな。まあ、あいつはやばいから近寄るなみたいな。言われる前から知られてたら余計最悪やん。まあまあ、それもそうなんだよな。自覚があるからタッチが悪いな。うるせえ。もういい。とにかく飯だ、飯。レナちゃんはお昼どうするの？おっと、お誘いですか？
板長にお弁当作ってもらいました。すごいいいな。蓮太郎と正臣もお弁当ですか？そうだよ。この学院購買はあっても学食はないから。お、学食、あ、まあもともと道場だもんね。たまに家まで食べに帰るやつもいるけど、さすがにそれは面倒だから。まあそうだな。大体お弁当になっちゃうのかな。ね、板長に作ってもらうの贅沢でいいよね。羨ましいな。まかないの進化系みたいな。俺の弁当を作ってくれたのは当然日立さんだ。いや、ちょっと待って、そっちの方がいいんだけど。板長より僕そっちの方がいいです。しかも驚くべきところは、弁当の中身が友武さんや日立さんとは微妙に違うというところ。すごいすごい。男の俺でも満足できるようなおかずに変更されている。もう、好き、大好き。よければ一緒に食べる？出たよ。ありがとうございます。乗るなレナ、戻れ。クラマくんがレナちゃんに手を出そうとしてる。高校生カロリーメイトが最強だった。僕はね、チョコチップの細長いパンが一番最強でしたね。これが制裁か、結婚か、手記。いや、ほんと結婚やわ。もう超好き。まこちゃんが一番今好き。クラマくん、転入したばっかりの留学生だよ。そういうの良くないんじゃないかな。まずいよ。ただ一緒に昼飯食べるだけだっつうの。二人っきりってわけでもないし。いやー、そうやって一歩ずつ進めていくんでしょ。スナックパンは最強ですね。否めません。そうでしょ。あれはね、ほんとね、値段とカロリーのバランスがぶっ壊れてるからね。そんな風に和気あいあいとした昼食になったのだった。あら、友武さん？吉野様、どうされたんです？アリツさんのこと。どうした？もしやジェラシーですか？ジェラってんの？かわいいね。そうじゃなくて、最近のアリツさん、はい本当にだらけすぎだと思う。寝坊したり居眠りしたり。違うんだ。こんな調子のままならお祓いの時に危険だと思う。お祓いの時に特訓の成果とか出ればいいんだけどね。どうなんだろう。確かに危険かもしれませんね。こんな調子のままならですが。あら、調子よくしてくれる？それってどういう意味？てかこれまこちゃんはもう多分気づいてるよね。いえいえ、何か理由があるのではと思っただけですよ。いやー、好きだ。だから朝は寝坊で放課後は遊びに行ってるんでしょ。本人がそう言っていたじゃない。それを鵜呑みにしていいものか。アリチさんも頑固なところがありますからね。もうバレてる。もう理解者だわこれ。何か隠し事をして矛盾点に気づいてる。そうなんだよね。そういう可能性もあるかもしれないと思っただけですよ。優しいよまこちゃん。婚約者よりよく見ている。まあ婚約者も名ばかり婚約者だもんね。しょうがないよ。終わったレナちゃん、一緒に遊びに行かない？モテモテやね。すみません、私はすぐに旅館に戻って働かねばなりません。そうね。それはもうしょうがないことです。覚えなければいけないことがたくさんありますので。頑張れ、ワーカホリック。そっか、お仕事じゃ仕方ないね。仕方ないね。言い方かわいい。旅館の休みって結構お客様次第なところもあるからね。そうね、旅館、この辺の旅館はお客さんの入りとかどうなんだろうね。観光客多いとは言ってたけど。また機会があったら遊びに行こうね。はい、よろしくお願いいたします。急いで荷物を片付けるレナさん。それでは皆さん、お達者で実際主人公も特訓してること全部隠す必要はないんだけどね。男の子だからね。隠したい気持ちもわかる。また明日ね。バイバイ。さてと、俺も放課後のトレーニングに行かないと。アリツさん、私じゃでー。怒られるやつ？てかまあここでバレそうだね。友武さん、どうかした？授業中居眠りをしていましたよね。よく見てんねー。はい、してました。それに最近は朝も遅いようです。
おー。眠れない理由でもあるんですか？あ、でも聞き方は結構優しい。それは、いや、別に眠れない理由はないよ。よく眠れてる。トレーニングのおかげで布団に入ったらすぐに意識を失う毎日だ。ごめん、これからは気をつける。言葉だけじゃなくちゃんと態度で示すから。体調が悪い時は無理しない方がいいと思います。いや、やっぱ優しいな。いや、優しいけど、やっぱ顔は怒ってるんだよな。お祓いが危険なことはアリツさんは分かっていると思いますが。そうだね、もともと巻き込みたくない側だもんね。うん、ごめん。こちらこそすみません。少しきつく言い過ぎたかもしれません。いや、本当のことだから。耳が痛い。ちゃんとしないとな。おい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 、急にどうした急にどうしたどもだけさん？何やら突然生めかしい声が。なぜ？やだ、こんなところで。まずいですよ。必死に耐えようとする友武さんだが、その吐息はどんどん熱く、激しくなっていく。そして、ひときわ体を震わせたその時、その頭からぴょこんと例の耳が生えた。まあまあ、そらそうやな。頭から出てしまうのか。まあそうやな。てか、頭からぴょこんって出るときあんな感じになるの？よく舞のとき踊れたね、最初。思い出したかのような毛も耳。ってことは、今晩あたり、払いに行かなきゃダメなのかな？あ、耳が。そんなまじまじと見ないでください。うん、毛も耳かわいいな。あ、ごめん。おもらしかと思った。怖い。性癖が特殊すぎて怖い。この耳は呪詛の現れなんだよな。似合ってるし、可愛いけど。呪詛と言われても、俺にはしっくりこないけど、友武さんにとってはコンプレックスの塊なんだろう。言うほど特殊おもらしが特殊ではないのか？大丈夫？はい、特に問題というほどのことはありません。今の声の出し方はかなり問題だったと思うけど。耳が生えるときはいつもこうなの？基本的にはそうですね。耳がキーンとして体が少し変な感じになりまして。そういえばこの毛も耳には聴力あるのかな？今耳4つ状態じゃない？これ聴力あったらすげえ聞こえすぎない？アリツさんの体に残った汚れに反応したときはむしろ例外です。ああ、はいさ。この間というか最初はそれで生えたのか。そっか。毎回あんな吐息を漏らしてたらいろいろ大変だろうな。耳が生えたってことはたたり神が。なら今夜お祓いだね。体調が良くなければ本当に家で休んでいてください。いや、大丈夫だから今夜もついていかせてほしい。怪異の音は聞こえるとか。なるほどね。センサー的なね。聴力どっちが強いか。まあでも毛も耳の方が聴力は強そうではある。別の何かが聞こえてきそう。別の何かってなんだわかりました。分かってくれたかい？でもまず先にちょっと寄るところがあるから。あら、また疑われてんじゃない？友武さんの目が行ったそばからと語っている。とはいえ、じいちゃんに連絡しないわけにもいかない。今
今日はすぐに帰れると思うから。わかりました。それではまた後で。いやー、これでももう本当に制裁だね。制裁というか、疑い方が制裁の疑い方だね。キツネイヤーは地獄耳。キツネイヤーは地獄耳。キツネキックはそうして静かに教室に戻っていく友武さん。あ、巫女姫様、さようなら。そうか、これみんなには見えない獣耳だもんね。ファンタジック獣耳だからね。またはい、さようなら。また明日。みんないつも通りだ。誰一人として騒ぎ立てる様子もない。本当にあの耳は普通の人には見えてないんだな。なんとも不思議な感覚だ。あのままで良いのか、ご主人。どういうこと？てか村雨ちゃんいたんだ。うわ、びっくりした。いたのか。終わりを告げる音が聞こえたからな。終わりを告げる音、かっこいい。俺が授業を受けてる間、いつもどこにいるんだ？適当に散策しておるだけだ。授業を聞いておっても暇じゃからな。選別が始まる。見えるもの見えぬものの選別が始まる。それよりもご主人、あのままで良いのか？というと、それって友武さんのことか？俺の態度はたるんでいるように見えたと思う。言い訳のしようもないよ。理由ならあるではないか。まああるけどさ。そのままで良いのかってそういうことか。誤解されたままでいいのかっていうことね。にしたって自己管理できてなかったのは事実だよ。だから授業中に居眠りをしてしまった。注意されるのも当然。お祓いには危険がつきまとう。友武さんは毎日練習してても居眠りなんてしない。トレーニングしてるから居眠りも仕方ないなんて俺だけ言うのはなんかダサいだろ。男の見栄というのも面倒なものだな。まあ男の子の見栄はね。唐突なんだけど今日のトレーニングをなしにしてほしい。どうした？体が値を上げているのか？おじいちゃんそんなちょっと怒った顔で言わないで。お勤めがあるのよ、お勤めが。確かにトレーニングは結構きついけど、それが理由じゃなくて、今晩またお祓いに行くことになった。そうか。もうか。どれくらいのスパンなんだろうね。1週間ぐらい？さすがにあの鍛錬の後じゃ体が動かなくなりそうだから。もう少し時間があれば、多少は鍛え直した変化もまだ変化が出るほどじゃないか。仕方がない。いいか。鍛錬の成果を見せるなどとは考えるな。決しておごるんじゃないぞ。いや、じいちゃんのこのアドバイスほんと金言だよね。調子に乗ってやってるとやっぱ怪我につながるからね。最初の頃は特にそう。分かってる。というか筋肉痛もあるから無理はしたくてもできないって。とっさの反応は前の方がいいだろう。でも稽古をしてていろいろ思い出したよ。短い期間であってもじいちゃんにトレーニングを見てもらった意味はちゃんとある。少なくとも昔の感覚を多少は思い出すことができた。今なら前みたいに手首を痛めたりするようなことはないだろう。そうだな。今のお前でもできることを落ち着いてすればいい。ね、本番前にきちんと休むのかなり偉い。特訓はやめとくよってちゃんと言えるんだもんね。はい、ありがとうございました。礼を言われるようなことではない。それにだ、鍛錬は今後も続けるつもりなんだろ？もちろん。では怪我をしないようにな。怪我で鍛錬を中断することになればまた最初からやり直しだぞ。怖い。それは絶対に嫌だ。焦らず慌てず鍛錬でしていたことができれば上出来だ。逆に言えば鍛錬の時にできなかったことは絶対にできない。そう心しておけ。じいちゃんすごいな。素晴らしい人だな。人柄がいいわ。そしてお前がするのは剣道でも試合でもないことも決して忘れるな。はい、分かってる。ならばいい。明日同じ時間に待っている。おー、かっこいいね。これ信頼関係あってこそそうだね。そんな感じのセリフだよね。うん、行ってきます。
いや、かっこいいね、じいちゃん。今日じゃあこの夜が終わるまで配信して終わりにしようかな。もう少しだけよろしかったらお付き合いお願いします。とても静かな山の中、少し冷たい風が吹いた。カサカサっと歯の擦れる音が妙に大きな音で聞こえる気がする。夜が来る。何か音がした。それアリスソフトのゲームやないかい。風で枝葉が揺れただけだろ、きっと。そうか、ならばいいのだが。相変わらず村雨ちゃんかわいいな。他には音がしてないな。まだ来そうにないかな。よし、歌でも歌うか。またあれかい。かごめかごめはよしてくれ。とりゃんせここはどこの細道じゃ。前回誰だっけ、トーリャン生の方が怖いって言ってたもんね。まさに来たよ。だからなんでそういうチョイス？だって我が輩そういう歌しか知らぬのだ。スラックさんか。怖いなら村雨丸に宿っておくか。それなら少しはマシになるだろう。なんとご主人天才であったか。あ、それでいいんだ。いや、そんな大層なことは言ってないと思うが、臨戦態勢は整えておいた方がすぐに動けるからな。よし、手をしよう。今しよう。すぐしよう。かわいい。シャキーン。戦闘態勢バッチリ。以前と同様に静かな山の中で夜を吹き飛ばすような光が放たれる。そして村雨丸から立ち上る不可思議なオーラ。安全を確認してから鍛錬をなぞるように丁寧に刀を振ってみる。その動きに合わせてヒュッと小さい音が響いた。うん、大丈夫だな。安心しかけたその時、藪をかき分ける音が響いた。出たが、しかも徐々に近づいてきている。この音は来ましたね。まこちゃんのこの戦闘服超かわいい。大好きだ、ほんと。分かってる。アリツさん、気を引き締めてください。お耳ぴょこんもかわいいね。うん、分かってる。村雨丸を構えたまま音のした方に切っ先を向ける。決して油断はしないようにお願いしますね。一度大きな深呼吸をして自分を落ち着かせる。そう、ボス戦始まるよ今から。焦る必要はないんだ。今までのお祓いを通して分かったことがある。たたり神の攻撃は確かに脅威だけど、フェイントを挟むようなことはない。それならじいちゃんを相手にするよりもずっと楽だっていう考えが危ないんじゃないの？それは油断のつもりではなかった。だがやはり緊張を緩めすぎていたかもしれない。ほら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 。そんな心の隙間を狙うようにたたり神は俺の知らない動きで現れた。わっ飛んだ。藪をかき分けるのではなく飛び越えて真っ黒な塊が俺に迫る。アリツさん、まずいよ。逃げれる？二人の声も右から左に抜けていく。ぎょっとした俺の思考は完全に停止していた。が体は違っていた。短い期間とはいえ幾度となくじいちゃんに打ち込まれたんだ。経験が体を動かす。ぐっ。触手とすれ違うようにして前に飛ぶ。そしてその勢いを殺さずに手首を返して斜め上からぶった切った。いやー！振り切った手には確かな手応え。自分でも驚くくらいこれまでにはできなかった鋭い一投。やったか。いや、気を抜くな。試合じゃないってじいちゃんにも言われただろ。すかさず振り返って構え直す。おー、スパーンといったね。斬新。注意深く見つめたその先で泥は静かに無惨し消えていった。おー。そして
再び辺りが静寂に包まれた。今ので終わったのかな。ちょっと拍子抜けするぐらいあっさりしてたな。あまりに予想外な手応えに俺は戸惑いを隠せなかった。いや、でも最初にたたり紙を切った時もこんな感じだったかも。ちゃんと払えておるから安心しろ。見事だったぞ。よかったー。そうか。うまくいった。できすぎなぐらいうまくいった。よし。別に調子に乗っているわけじゃない。同じことをもう一度しろと言われてもきっとできないだろう。それはちゃんと分かってるけど、成果を実感できたことが嬉しかった。これからもちゃんと鍛錬を続ければ、これがまぐれじゃなくなるんだよな。少しは展望が持てるようになってきた。あとは呪詛を解く方法だな。そっちも探していかないと。ドックン。不意に心臓が大きく跳ねた。不自然なほどドクドクと心臓が激しく脈打つ。突然視界がぐらつき、地面に倒れてしまいそうになる中で、不意に奇妙な光が目に入った。何か落ちてる。先ほどまでたたり神がいた場所だ。そこにしゃがみ込み、光の原因を拾い上げてみると。なんだろう、これ。透明度は高いけど、ガラスじゃなさそうだ。水晶か何かの石っぽいな。かけら？覚醒ではなさそうだよ。完全勝利かな？月光にかざしてまじまじと覗き込んでみる。いつの間にか心臓の鼓動は元に戻っていた。何だったんだろう、今のは。貧血だろうか。そんなことを考えていると、水晶の向こうに人影が映った。アリチさん。おお、心配してくれてる。はい。何でしょう。石をポケットにしまい、俺は腰を上げて友武さんと向き合う。本当に大丈夫なんですか？どこか怪我は？大丈夫。大丈夫だよ。どこも怪我はしてない。それならいいんですが。何してるんですか、もう。あんな風に先走るなんて。普通に怒られちゃって。いいや、予想外の動きにびっくりして、気がついたら体が動いてて。そんなに危なっかしく見えたかな。そういうわけではありませんが、先ほどの動きは今までのドタバタしたものに比べると随分安定して見えましたね。忍者のお墨付き。ドタバタって、いやまあその通りだとは思ってますが。アリチさんは剣道の経験があるんですか？抜き道に似た動きに見えましたが。剣道をやってたっていう話はしてないんだ。抜き道に似た動き、しっかり剣道にも精通してはるね。さすが忍者。一応じいちゃんの影響もあって子供の頃に。そういえば源十郎さんはかなりの講談社でしたね。ではアリチさんも？段は持ってないんじゃないのかな。いや全然ドタバタな動きを見てたらわかるでしょ。ここ数年はしないだって握らずトレーニングしてなかったんだから。リタイアしたことを何度後悔しただろうか。してなかったですか？バレた。これは気づかれた？毎日トレーニングしてるんだから怪しまれない方がおかしいんだけどさ。まあ、細かいことは気にしないでいいじゃない。ほら、早く戻ろうよ。これ、鋭すぎる。お疲れ様でした。すぎるってほどでもなさそうだけどね。そりゃバレるやろって感じ。お疲れ様。それじゃあ俺はもう休むよ。明日もまた早起きしなきゃいけないしな。ご主人、寝る前にちゃんと湯あみをして汚れを洗い流すのだぞ。そうやね。ちょっとお風呂に行こうか。わかってるよ。申し訳ないんだけど。構いません。先にお風呂を使っていただいて。ありがてえ。バレない方がおかしい。まあ毎日で言ってんだからそりゃバレもするよ。ありがとう。それじゃあお言葉に甘えさせてもらうよ。やれやれ。
の中で居眠りをせぬように見ておいてやるか。村雨ちゃん、風呂で居眠りなんて一度もしたことないっての。それでは吉野様、私も失礼いたします。あら、帰っちゃう？怪しい。かわいいな。はい。絶対に怪しい。もうほぼほぼバレでしょこれは。マコの物分かりが良すぎる。それに、二人で怪しい会話までして。怪しい会話？剣道の話？まるで通じ合ってるみたいだった。何か私に秘密にしていることがある。まずいですよ、まずいですよ。やはりジェラシーですね。気になっているんですね。いや、まこちゃん楽しそうだな。浮気じゃないです。だからそういうのじゃないってば。違うけど気にはなる。いいね。アリチさんのことで何か知ってるんでしょ？いえ、本当に知りませんよ。ですが少し思い当たることがありまして。まあまこちゃんはさすがに気づいてると思うよ。それってどんなこと？教えちゃう？そうですね。では明日早起きをしてみましょうか。バレですねこれは。早起き？男の子の意地がバレちゃう瞬間が見れますよと思ったけど、今夜終わるまでって言ってたもんね。ここまでだね。洗練版か。もう具合がいいね。ご主人、朝だぞ。そうね、切りよく終わりそうだね。じゃあここでセーブします。セーブ画面になります。ここ選択肢だったもんね。OK。そう、このゲームね、選択肢に戻れるんだよね。フローチャートがあるの素晴らしくないこれ。こんな便利な機能ついてる美少女ゲーム初めてだよ。ありがたい。これはね、この作品コンプリートまでいけそうです。というわけで、キリがいいところまで行きましたので、これで本日の配信は終了とさせていただきます。ほんと優秀だよね。ありがたい話です。次回配信は早ければ明日、少なくとも火曜日には必ず、やりますので、またその時にお付き合いいただければと思います。また告知は X の方で出しますので、よろしくお願いします。それでは改めましてではありますが、もし高評価、チャンネル登録まだの方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それではですね、もしかしたら、明日、もう今日か、今2時だもんね。朝活もしかしたらやるかもっていう感じですが、そちらの、告知は特になしでやると思いますので、気づいた方いたらもし、もうやるかどうかもまだわかりませんが、やっててもし気づいた方いたら遊びに来てくれると嬉しいです。はい、そんな感じ。では、エンディング画面に移らせていただきます。今日えらい長時間やっちゃったな。楽しかった。はい、皆さんお疲れ様でした。みこみみんせみさん。そう。朝活。まあ、朝活っつってもあれだよ。大したことはしないよ。なんていうのかな、ポーカーのゲームを見つけたので、ブラウザでできるやつ。ポーカーチェイスってやつなんですけど、それやりながら、おはよう耐久でもやろうかなと思っております。ダラダラと雑談枠みたいな感じでやりますね。ポーカーにはちょっと自信にきなので、いいところ見せれたらいいなと思ってます。はい、というわけでコメントを読ませていただきます。しんりゅうさん、おつなすありがとうございます。また遊びに来てね。まさふみさん、おつなすです。ありがとうございました。最初から最後までありがとうございます。みくみみんせみさん、おつなすです。ありがとうございました。今日もありがとうございます。本庄さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。スラックさん、こうやって見てるとそういったゲームやりたくなりますね。いいよね。なんか僕もね、本当に10年ぶりぐらいだからさ、どんなもんなのかなと思ってたけど、やっぱ美少女ゲーム楽しいわ。心が弾むね。ポーカーチェイス。よかったら見に来てください。今ね、ちまちま裏でランク上げをしてるんですけど、今のところ調子がいい感じ。
はい、スラッグさんお疲れ様です。はい、おつなすでございました。というわけで皆さん、本日も、長時間の配信でありましたが、お付き合いくださいましてありがとうございました。皆さんに今夜も縁起の良い夢が見られますように。おやすみなさい。ありがとうございました。